コウタです。タイです。今回は私たちがタイのチェンマイに4ヶ月住んで、その体験をまとめた動画を一挙公開します。チェンマイを旅行するにも移住するにも、とにかくこの1本だけ見ればよいという動画に仕上がっております。ぜひ最後までご覧ください。世界樹チャンネル、コウタです。タイです。今回はチェンマイへの移住についてお話しいたします。日本からタイのチェンマイまでの移動の道のりをご紹介しながら、チェンマイの魅力、基本情報、そして観光情報をお届けいたしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは行きましょう。 Let's get started。 まずはチェンマイの簡単な紹介から始めます。チェンマイはタイ北部の山岳地帯にある歴史と文化が豊かな美しい都市です。ここは農業が盛んな地域で、新鮮な野菜やフルーツがたくさんあり、美味しいグルメが食べられると有名な都市です。タイミさんもね、毎日チェンマイグルメにうなっていますね。そうですね。ここのタイ料理というのはまた南のね、バンコクとかのタイ料理と違って非常に美味しいというのでね、また別の動画でそうですね。ご紹介したいと思います。まあどっちも美味しいけど辛すぎないって感じかな。これめっちゃ好き。めっちゃ好きこれ。本当。めっちゃ美味しいこれ。よかった。めっちゃ好き。あったかいバナナなんだけど、もうスイーツとして最高のスイーツだと思いますっていうぐらい、外サクサクで中はしっとりな感じで美味しいです。チェンマイといえばそれは寺院です。とても歴史的な街で、かつては独立国でした。寺院や遺跡が多く残る歴史都市であり、その落ち着いた雰囲気が魅力です。京都みたいですよね。そうですね。めっちゃ豪華じゃない？ここほんまや、プンミポンここ。めっちゃ豪華じゃない？キラ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 ってなってる。すげえ豪華。で、さらにインターネットも非常に高速なんですよ。で、おしゃれカフェもたくさんあって、近年ではデジタルノマド、そして長期滞在者にも大人気です。100メガ以上当たり前ですもんね。100メーカーがちょっと遅いかなって感じるぐらいですよね。マジかー。なんとこのカフェネットスピード750メガ bps。 こっちは、性能の差かな。まあちょっとね、私の方が新しいんで、うん、もう一回やってみて。うん、爆速すぎる。380、超爆速です。さすがタイ。チャンネル登録お願いします。さあ、まずは日本からチェンマイまでのフライトの様子をお話ししますね。ハワイで最高な日々を過ごした後、一泊だけした日本滞在では、私たちは変なホテルに宿泊しました。あなたはこのホテルをご存知ですか？名前がね、なんかまさに変なホテルですよね。ちょっと変わった名前ですが、その名の通りユニークな体験ができました。まず驚いたのが、基本的にはロボットが対応してくれることです。これ僕は知らなくて、タイミさんは知っていて、予約したらあれロボットみたいなね感じで驚きました。フロントのところにロボットがいるみたいな、まあでもあれあんまり意味ないねって感じだったけどね。すごい。なんか怖いで。ロボットおるで。恐竜とロボットがいます。タッチパネルにて言語を選択してください。喋ったわこの子。Welcome to Hanna Hotel. 英語もいける。 Please use the touch panel. 欢迎光临本兰特おい、餐。何これ中国語？请点击触摸屏选择语言。現在おタレを支出可能なみたい。お韓国語まで全言語喋ってる。あなたは全然変ではありません。あ、全然普通のホテルです。変なホテルではなく普通のホテルのようです。全く装飾も何も別に変じゃないな。なんか変な部屋あるみたいやけどな。全然普通やん。で、常駐のスタッフは1から2名しかいないとのことです。HIS が経営していますが、近年のインバウンド需要で大人気のホテルです。ホテルはバスを提供してくれていて、ギリギリ乗れて、それで羽田空港に出発します。世界一番いいホテルだったんじゃないですか、そのそうやな。近くで。そうやな。楽やな。よかったな。送迎までよかったです。送迎までやってくれる。さて、羽田からのフライトです。今回のフライトは中国南方航空を利用しました。
私たちにとって初の航空会社なのでちょっとドキドキ。バナナ美味しいですか？そいつは良かったです。すごい長蛇の列なんで不安です。ちなみにチェンマイへは羽田や成田から出発する場合は現在バンコクなどでトランジットが必要です。日本からチェンマイへの直行便は関西国際空港からタイベトジェットが週4便運航しています。初めての南方航空に今乗りました。どうですか？まあ LCC そんな別にの食悪い事付きみたいな感じなのかな。悪いわけでもなく、よくそんなめちゃめちゃいいわけでもなく、普通の感じです。です。今から広州に行った中国の広州に1回行って、その後にタイのチェンマイに行きます。ではこれ機内食が異常に良かったね。よかった、美味しかった。さすが中国って感じですよね。グルメなんだろうね。一方ちょっとね、蒸し返しになりますが、先日のハワイの機内食ねえ、びっくりダしたね。メでしたね。国内のうん日本のね、航空会社だもんね。機体はすごい良かったのに機内食だけがまずかったっていうね。なんかあれ大丈夫なんて味してたよね。味もそうだし、なんか内容も炭水化物多すぎじゃねみたいなね。すごいしょぼかったよね。残念でした。やっぱ日本やからかな。いや違う。物価高で予算カットだと思います。予算カットなんかな。あれさすがにやばかった。なんか変な味したの何やったっけ？なんか変な味してたよね。皆さん次に行きましょう。短めで。ちなみにこのチャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。トランジットは中国の広州でした。ここでのトランジットはなんとわずか1時間。正直時間が足りるか不安でしたが、もう飛行機出た途端係の方が配ってってくれて先導してくれたおかげでスムーズに乗り換えることができました。係のお兄さんに腕をされながら最速で移動しています。綺麗な空港だね。すごい綺麗やな。初めて降り立ったけど全然普通にちゃんとした空港ですごいね。さすがでございます。トイレ行く暇もないぐらい急がされてます頑張ります。This way? Okay? Turn right? Okay. これ初の体験じゃない。もう自分たちを待っててくれたっていう。あれすごいな。ね。大体放置やん。優しいね。でこっちって丁寧だよね。だからこの航空会社すごくね。説明してくれてちゃんと係員もスムーズにやってくれてっていうことで小走りで一緒に小走りでなんとか間に合いましたという感じですね。短いトランジット時間はいつもドキドキしますが無事に乗り継ぎできて一生安心です。だからトランスファータイムがたったの10分かなんかでここに来ました。すごいです。はい。じゃあここからチェンマイに行きたいと思います。そしてついにチェンマイに到着と思いきや、ここでちょっとしたアクシデント。なんとロストバッゲージのようです。やばい、人生初の経験か。何があったのでしょうか。スーツケースロストしたのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、名前を呼ばれてあそこに行ってます。翌日には荷物が届くということで大きな問題にはなりませんでした。はい、なんかホテルまで届けてくれるって言ってた。よかったね。ハワイから成田、羽田、広州、そしてチェンマイというのを長かったね。2泊3日でこれは2泊3日って実1泊2日っていうそうだな。結構な距離駆け抜けたとやな。いうことでこれから1週間ぐらいのんびりしたいと思います。はーい。じゃあねー。旅にはこういったハプニングもつきものですよね。旅のハプニング、ナミさんたくさんあるね。まだまだありますね。はい。だからこれは別の動画でご紹介したいと思います。坂田先生、チェンマイとはどんな都市ですか？説明しよう。ゾンビのものまねしてますなんか。チェンマイの人口は約20万人の中規模都市になります。ここはタイ北部の最大の都市で、歴史的にも経済的にも重要な都市です。1296年にランナー王朝によって建設されたかつての独立国。当時は大変に繁栄を極め、タイの芸術文化の中心地として発展しました。現在も数多くのお寺が立ち並び、その中には美しい仏像や歴史的建造物がたくさんあります。また
タイミさん大好き、タイ古式マッサージの発祥の地と呼ばれています。よく通いましたね。もうしょっちゅう通ってるよね、うん、安くてクオリティ高い、最高です。最高です。そしてチェンマイはとにかく街歩きが楽しい。旧市街のお寺巡りはもちろん、夜のマーケットも魅力的なところがたくさんあります。また何といっても毎年11月頃に行われる小室追祭りが非常に有名です。無数のランタンが夜空に打ち上がる姿は息を飲むほど美しいです。やばいです。もうラプンツェルです。ラプンツェルやばすぎます。すごい、イエーイ、めっちゃ綺麗、最高です。このお祭りについてはこちらの動画で詳しく紹介してありますので、ぜひご覧ください。動画だけでも十分感動すると思いますよ。さて、えみさん、観光や移住の際にチェンマイはどこにホテルや宿を取ればいいですか？チェンマイには魅力的なエリアがたくさんあります。最新のおしゃれスポットであるニマンヘミン、そしてレンガの門が印象的なターペン門周辺、そして旧市街です。私たちが合計4ヶ月チェンマイに住んだ印象だと、ニマンヘミン周辺か、もしくは旧市街に宿を取っておけば移動もしやすくておすすめです。結構便利なね、スーパーとかショッピングモール多いからね。私たちは今回1ヶ月は旧市街、次の1ヶ月をニマンヘミン周辺で合計2ヶ月間チェンマイに住むことにしました。でそのね、1ヶ月1ヶ月なんですけど、地獄と天国の宿だったね。確かに、地獄っていうほどでもないかもしれへんけど、地獄かな、あれは。天国に比べたら相当違うもんね、値クオリティが。段からしたら全然違うなっていう感じなので、コスパから言ったら相当高いかなっていう。これがちょっとぬるい。排水悪めっていう。お風呂も綺麗です。ちゃんとこの窓い付き。机がないからここで仕事してる。そうせざるを得ないっていうね。1階にあるパブリックスペースが非常に気持ちよくて、ここでよく仕事をしています。バリだったらこれにプールがついて、確かにプールも完備でございます。それもまた動画にしてご紹介したいとそうだ思います。ね。コウタです。タイです。今回はバンコクはもう古い？在住者が教えるあなたがチェンマイに行くべき7つの理由についてお話しします。この動画ではチェンマイの素晴らしさとは何か、どんなところを観光すればよいのか、バンコクと比べてどう違うのかをチェンマイに住んでる私たちがお伝えします。それでは行きましょう。Let's get started! 世界中チャンネル。まずはチェンマイに行くべき理由の1つ目はチェンマイの便利さです。チェンマイは地方都市と思われがちですが、実はかなり便利です。ショッピングモールやスーパー、コンビニも多くて生活に不自由することはまずありません。セブンイレブンは日本と近いような感じでコーヒーの提供もあります。これはお店に直接オーダーして作ってもらう形になります。とにかく何でも売ってるんで、こういう歯磨きとかね、でこちらは紙類、お手拭きとかトイレットペーパー、つまみね。でこちら側は医薬品的な。そうやな。これもまたちっちゃくなってる。小分けの。お菓子類はコロン。そう、コロンはね、コロンはタイに工場があるんで安いんですよ。16バーツでしょ。だから安い。食べたいこれ。80円ぐらい。めっちゃいいやん。これ北海道って書いてるで。うん。これはセブンのやつやで。セブンオリジナルや。日本のものかどうかはちょっとわからないが。日本っぽくない？セブンクッキーやで。すごいね。見て。ロッテのトッポ、グリコ、ポッキーもありますしね、上にね。グリコ。でタイの場合は値段によってタイ国内に工場があるかどうかがわかるということで、ポッキーとかは比較的安いんで、ハワイのセブンイレブン行ってみたいと思います。ポッキーも500円ぐらいする。キノコの山が高級品になってる。ハイチュウでさえ300円ぐらいする。うまい棒がなんと89、150円ぐらい。
信じられへん。おそらく工場があるでしょう。あ、お坊さんがセブンイレブンに入ってきました。皆さんこれがチェンマイでございます。コンビニで爆買いするお坊さん。うん。普通にスマートフォンも使えますし、ポテトチップスも食べてますし、弁当これ酒のつまみがあります。名前見て。うん。弁当。タコですね。イカやろ。スクイットじゃない。スクイットじゃねえか。イカやんこれ。スクイットだ。あなた間違ってるな。何やねん。あなたも言ってましたよみたいな。お坊さんがまた来ていただいてます。ナッツを買うようです。このタイのコンビニの特徴はこんこれですな感じで、小分け小分小分けの法則です。いろんな詳しくはタイミさんの本を参照。こんな感じ小分けの法則でです。大事です。いろんな化粧品がパウチとかになっててお試しできるっていうかなんていうの気軽に買えるようになってるっていうこれもいいんだよな。これさでもさばらまき用のお土産とかにもすごい喜ばれると思うな。これで50バーツ例えばこれとか50バーツってことは250円ぐらい30円。 230円ぐらい。これ欲しいこの保湿ジェル。私最近ちょっと鼻カサカサしてるからこれ49バーツボタン使ってみてもいいですか？動画で俺に買わせようとしてるの。動画で買わせようとしてるっていうかいいんじゃないですか、買っても。コンビニのお水はこうやって勝手になんかビニール開いて常温が良ければねこんな感じで取って持っていけばいい。こんな感じでいっぱいお水置いてあるんでコンビニは最低カード使える料金みたいなのが決まってて200バーツ。200バーツからなぜか買わされました。自分のお金を使うことを買 Thank you わせていただきました。では行きましょう、はい、これが1万4000店舗ある。すごいよね。特にショッピングモールなんていうのは日本より多いんじゃないかって感じだよね。うん日本より多いはちょっと言い過ぎちゃうなんでだって日本日本の都市ショッピングモールある？だってイオンモールあったら終わりじゃない日本って。そうかそういう意味そうじゃなくてこっちは種類ってことセントラルがいくつもあるし、うんメイヤーっていうところもあるし、そうやないくつもショッピングモールがあるし、空港も近いというのが何より。空港近いの超便利じゃない、だいたい中心地まで15分から20分でタクシーで着いてしまうと。意外と音もそんなにさうる全さくな然わかんないいよね、本数がそんな多くないんだろうか。いや、結構リマンヘミあたりはちょっとうるさいけど、ここまで来るとあんまりうるさくない。なあなかなかいいよねそういう意味でも、そして特筆すべきはインターネットの速さ。これ2022年のデータでスピードテストグローバルインデックスというサイトがあるんですけど、ここではタイが世界第3位にランクイン。すごい。なんと日本よりも上。日本ないんですか？日本は9位なのでタイのネット環境は本当にすごいんですよ。速度が500メガを超えることもあるので仕事の環境としても最高です。ネットスピード750メガ BPS。こっちは、まあ、性能の差かな。出てる。電車もすごいね。うん。爆速やん。爆速すぎる。 380。 380。超爆速です。さすがタイ。いつもね、我々このカフェに行ったら大体ネット速度を測るのがまずやること趣味ぐらいになったんだよね。そしたら毎回お早い早いみたいなね。100 200メガ当たり前300メガみたいなね。大体90とかだとちょっと遅いなっていうぐらいそうそこのタイのネット環境は、特にこのチェンマイのネット環境はすごいという感じうすごいですね。安定してるよね、チャンネル登録お願いします。続いて理由の2つ目は気候です。チェンマイの気候は本当に素晴らしい。タイの南部やバンコクと比べると雨が少なくて涼しいんです。例えばバンコクや東京の年間降水量は約1600ミリぐらいですが、チェンマイはなんと1200ミリとかなり少ないです。特に10月から1月の季節はおすすめです。この時期は最高気温が30度前後、雨も少なく朝晩は涼しく湿度も低く非常に過ごしやすい気候です。ただちょっと注意が必要なのは2月から5月の大気汚染です。気流と焼き畑農業の影響からこの時期のチェンマイは非常に空気が悪いです。世界ナンバーワンの空気の悪さになるというふうにも言われています。この時期はね、だから気をつけましょう。でこの時期は避けた方が無難という感じです。ただね、それ以外の季節に関して本当気持ちいい場所だよね。本当に心地いいですよね、まあもちろん日向はさ太陽じりじりっていうこと太陽は結構強い。あるけど、でも日陰だったら本当に涼しかったりとか、心地よかったりとか
すごいいいよね。そう、海が遠い分結構雨が少なくて湿度も低いということで、他の東南アジア諸国に比べたらとっても過ごしやすい場所になっています。タイってめっちゃ暑そうなイメージあるから、多分意外なんじゃないかなと思います。そうね、暑い時は暑いけども涼しい時は逆に寒いぐらいの日もあるからね。そう。そして理由の3つ目は混んでいないです。人によってはこれは非常に大事ですよね。バンコクにね行ったことある方すごい多いと思うんです。ただやっぱりご存知の通り渋滞ひどい、そして人混み本当にすごいということで移動がね大変だったりします。その点チェンマイは渋滞が少なく人混みも控えめです。観光地でも人が多すぎることはないですし、街全体に癒しの空気が漂っているんです。のんびりした時間を過ごしたい方にはぴったりの場所です。お寺でにゃんこが寝ていました。めちゃくちゃ可愛いです。ぐっすり。お寺におるってすごいよな。このお寺のほらワットプラシンの中ににゃんこ住んでんねんか。続いての理由はチェンマイの街歩きは本当に楽しいです。これは楽しいです。チェンマイはコンパクトな街でどこを歩いても楽しさが溢れています。ニマンヘミン周辺はまるでヨーロッパのようなおしゃれな雰囲気ですし、カフェなどいろんなお店が並んでいます。そして旧市街には美しいお寺がたくさん。歩くだけで非日常が味わえます。文化とモダンが融合するこの独特な雰囲気をぜひ体験してみてください。そして日本文化を感じられる場所も多いですよね。ハチ公とかあったりしますからね。そうね、これ結構驚かれる方多いんですけど、あるニマンヘミン地域のところにハチ公の像が立っていて、しかもそこにはね地下鉄の入り口みたいな入り口みたいなやつねこちらの映像一瞬入れる、一瞬入れる、チェンマイのニマンヘミンの交差点のところで、こんな日本の信号があります。そしてこっちはシンマルコちゃん、ここは日本街みたいなところなんですね。だから夜はですね、この、日本の料理の屋台がいっぱいオープンするということで非常に盛り上がります。ということでやっぱり日本文化が感じられて日本大好きな人が多いというのが、このタイ、チェンマイもそうですしタイ全体の特徴になってます。屋台も日本のね屋台バーって並んでて、ねいっぱいある。すごいよね。ちなみにこの世界中チャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして続いての理由は北タイの食事が美味しすぎるということです。これはタイミさんのようなね食いしん坊さんにはたまらないポイントです。間違いない。チェンマイの食事は本当に美味しいです。カレー醤油チャーハンみたいな。うまいんですね。はい。特にカオソーイとかマッサマンカレーっていうのがあるんですけれども、それはもう絶品です。実はチェンマイをはじめ北タイ料理は南部のバンコクなどに比べて日本人の口に合う辛さ控えめな味付けなんですよね。なるよね。なる。味の深みがすごい。味の深み、日本食みたいな表現しますよ。なんか何層にも味がある感じの味がする。めっちゃ美味しい。どれも新鮮なハーブやスパイスをたっぷり使っているので香りが豊かで食べるたびに感動します。しかもなんと日本食も美味しいんです。そこがいいよな。だから困ったらね、そう十兵衛というところとかいろんなところあるんですけど、そういうところに行けばめちゃくちゃ美味しいよね。美味しいと普通いうことでね。に日本クオリティの日本食が食べれるので、そういうなんて長期滞在の人にもさ、ちょっと日本食恋しくなってきたなみたいな人もめちゃくちゃいいよね。こっち来て食に苦労した経験はないよね。ない本当に。タイグルメについては別の動画でも詳しくご紹介しますので楽しみにしておいてくださいね。さあですね、タイミさんは美味しいってことですか？めっちゃ美味しい。完璧な豚キムですか？豚キムです。はい、この方昼もキムチを食べました。そして理由の6つ目、チェンマイの物価が安いということです。
これは結構大事ですよね。めちゃくちゃ大事。家賃やホテル代はだいたいバンコクの半額以下と考えて結構です。そして食事に関してもバンコクの6割から7割ほどで楽しめちゃうんです。ほんとそうです。一食だいたい安い時は200円ぐらいから食べれますよね。ね、今円安と言われながら、バーツもね上がっていると言われながら、でもまだ安いというのがこのチェンマイの特徴。そうやね。でさらに嬉しいのは日本食が安くて美味しいと。そう、バンコクの日本食ってすごい高いんですよ。高い。もう日本食3000円するよね。日本食どころじゃない、ラーメンも一杯1600円とかするんだけど、こちらのチェンマイでは日本と同じかもしかしたらちょっと安いぐらい。そう本当にで美味しい日本食が食べれるので、もう長期滞在にはぴったりと本当そうですよいう感じですね。そして最後の理由、これは夜が最高すぎるということなんです。チェンマイの夜って本当に幻想的で美しいんですよ。もうこれだけはね、ぜひ皆さんに体験していただきたいというふうに思うんですが、もうチェンマイの夜というのは毎日ですよ。毎日が楽しい、美しい。どこかで必ずイベントが開かれている。間違いない。あるいはイベントじゃない日でも、あれイベントなのと思うぐらい屋台とかが賑わっているというのがこのチェンマイの特徴になります。日常的にナイトマーケットあるからね。しかもお寺がですね、夜ライトアップされてるんですよ。これがとっても幻想的で、もうナイトマーケットもたくさんあると。でお寺なんかもなんか感動的にね、わあ美しいっていう感じでね、すごいのあるよね。金ピカのなんかところもあったりとか、ほら灯籠なんていうのあれ、灯籠、ランタン、提灯、ランタンとかがバーってなってるお寺もあったり、そのお寺で特徴が違ったりしますよね。古い街並みに幻想的なライトアップが合わさって特別な夜の散策をできますよ。すごいエンタメ化されてるよね。エンタメ化がすごいです。お坊さん自体がライブ配信してるというおそらく公式ページでやっていて、多分そうやんな、こんなことやってますよっていうのをちゃんとブランディング化とか、偉いよね、広報活動をちゃんとしてるの。他にもナイトバザールや屋台が立ち並び、食事やショッピングを夜遅くまで楽しめます。この辺は別の動画でまたご紹介したいと思います。とにかくチェンマイの魅力は夜なんです。何かよくわからないことが起こって、どういうことなん？よく。コウタです。タイです。今日はチェンマイで世界中の人を魅了しているコムローイ祭りに参加してきたので、そちらの様子をレポートします。コムローイ祭りはあなたにとって一生忘れられない思い出になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。Let's get started! 世界中チャンネル。コムローイ祭りはタイの伝統的なお祭り。特に北部の都市チェンマイで盛大に行われるイベントです。あなたはディズニー映画の塔の上のラプンツェルを見たことがありますか？その中でランタンをあげるシーンがあるのですが、実はこのコムローイ祭りがモチーフになったと言われています。このお祭りはタイ暦の12月の満月の夜に行われるため、毎年11月中旬頃に開催されます。そして場所について、コムローイでランタンが上がる場所はいくつかあり、有名なのはピンガー周辺、イーペンランナー、名城大学の敷地です。ピンガワ周辺以外の多くの会場は5000バーツから7000バーツ、これは2万2000円から3万円ぐらいの事前予約制のところが多いです。でこれ背景があって、数年前まではもう全部無料だったんですよね。そう。全部あまりにも人気があって、インスタとかね SNS で映えるのでたくさんの人が来てしまって、今ではこういった特定の会場で、有料で行かざるを得ない。私たちが今回訪れたのは名城大学の裏にある寺院の敷地です。この寺院っていうのはこのコムローイ祭りの一番、元祖的な寺院とも言われているような場所でした。そして会場までの送迎やランチのバーベキューなど全てお世話になったのはチェンマイ郊外でホテルハタゴを経営されている北山俊之さん。今回は何から何までお世話になりました。焼き豚的なやつだ。答えません、タイミさん。うまさに気を取られて。うまいよこれ。答えません。で移動はピックアップトラックで移動しました。でこれ我々6人で行ったので全員乗り切れなかったので、一緒に行った仲間は2台での送迎をされましたという感じです。ドナドナでしたね。ドナドナでしたね。チャンネル登録お願いします。
はい、ここの無料会場には何もドリンクはありません。はい、屋台も何もありません。ここでなんかでもやったら儲かりそうな気がします。ここが有料入り口らしいです。で我々は5000バーツ払ってないので、このすぐ横で楽しみます。そこでなんと奇跡が起きたのです。我々も面識のないタイ人女性がね、いらっしゃって、我々になんか話しかけてくれたんですよね。カモンカモンみたいなね、this way this way みたいな感じで話しかけてくれていて、まあ当初どうしたらいいんだろう我々はと思っていたんだけれども、なんかよく話しているうちに当初ね、5000バーツ払わなきゃいけないところを、なんか1人500バーツで払えるよって情報がね、入ってきましたね。謎の。そんなことあるのと、またなんか我々行って、なんか失望させられるんじゃないのっていう、ね、入るまで油断できないとか言いながらね、そう思っていたらですね、なんとそこの女性が正面玄関でゴーゴーみたいな感じでちゃんとゲートを正式にね、正式に通してきてくれて、まあ、会場入れたわけですよ。本当入れるのと思って1人500バーツって後でさ引き換えさせられたりとかしないのかなといろいろ思って、なんか怒られたりしないめっちゃのかなと思ったらドキドキだったんだけど、何の問題もないバードマンさんもいっぱいいたのに、まあ、スルーして入らせてくれたという感じで、なんと1人当たり200バーツ程度で入れたと。そう、さらに中に入ってからやっぱ6人で1000バーツでいいわみたいなこと言われてみたいな、意味わからんみたいな感じで、結局1人200バーツ、約900円で入れてしまうという、何かよくわからないことが起こって、なんだろう、メイン会場に入れました。どなたかわからないですしかが、も無料なのかもしれないし、まだいくらなのかもよくわからない。どういうことなん？よくなんか友達を家に招くみたいな。どういうこと？何者なの？なぜそうしていただけるの？よくわからないまま、なんか会場内に入りました。なんか現地のタイの人かな。なんか私と一緒に来てって言って、なんかそれで一緒に入れてくれました。よくわからないまま入っております。ありがたや。そして会場に入ると席ごとにろうそくに火がつけられており、みんなで一斉にランタンの燃料に火をつけました。熱気球のように紙の風船が膨らむのをゆっくりと待ちます。いい感じにつけてます。あ、燃えてます。いいな。じゃあ、タイムさん、願い事をどうぞ。ずっと父ちゃんとラブラブで一生過ごせますように。そして授業がうまくいって周りの人も幸せになりますように。とにかくこれからはタイミさんをさらにスターにすることに全力を尽くします。そして多くの人に喜んでもらえるように2人でサービスしていきます。そして会場のアナウンスとともに一斉に空に放ちます。ワン、ゴー。タイミさんの絶叫ぶりがすごかったですね。ちょっと上がった音瞬間の量要注意の動画になってしまった。皆さんぜひ注意して聞いていただきたいと思うんですが、わかんないけどちゃんと調整してくれてて、そこまでの音量になってないかもしれないけども、はい。もう初めて、めちゃくちゃファンのアイドルに会った時のエレベーターで出くわした時のようなもう絶叫ぶりを示してましたね。うわーみたいな、僕でもタイミさん聞いたことないぐらい絶叫を。本当ですか？はい。それぐらい綺麗だったと。はい、めちゃくちゃ綺麗で、もうずっと叫んでました。めっちゃ感動しました。一世上げ綺麗すぎてやばいです。もうラプンツェルです。ラプンツェルやばすぎます。うわー、すごい。イエーイ、めっちゃ綺麗、最高です。興奮してます。
すごすぎる。もう飛んじゃってる。第2弾が飛んじゃってる。我慢できずに飛ばしてしまっている。しかも私たちがその会場に入ったのがちょうどもう本当に打ち上げの寸前というか、そうね、5分ぐらい前だったんじゃない、超ラッキーだったんですよね、そのタイミングも。それですぐに、普通はなんかいろんなね、有料会場ってこう例えばいろんなコンサートみたいなのがあったりとか、瞑コンサート、想とかあったりとか、そうね、この会場の場合は瞑想があったりとか、あとなんかタイの舞踊みたいなのを見るとか、なんかそういういろいろあって、お昼ぐらいからずっと長いこと経ってからみんなあげるみたいなそんな感じになってるんですけれども、いきなり私たちはメインディッシュという感じで、このランタン揚げに参加できて、でしかもこの名城大学はですね、1人2個ずつこのランタンが配られているので、2回こうせーのでのやつが2回できるので、めちゃくちゃお得なというか、これ会場によっては1人1個だけとかあるらしいので、ここはすごいお得でしたね。はい。もうこの小室井祭りのランタン揚げっていうのがあるっていう話を最初に坂田さんにした時はぐらいの感じで全然乗ってなかったんですけれども、最終的にこの会場にこの感動的なこのランタンを見てきっと納得してもらったんじゃないですかね。いまだになぜ入れたのか分かりませんなぜか入れました。何だったんだろうね。家が近い。それめっちゃ不思議やな。なんか分からないまま妖精かもしれへんなんか妖精が現れてくれて、全く見ず知らずの人見ず知らず、なんかよく分からないんだが、よく分からないんですが、この近くにお住まいの方がみんなで1000バーツでいいよって言って、しかも本当はこの会場5000バーツ必要な会場なのに、みんなで1000でいいよって言われて、お礼も合わせて6人で1人200ずつお渡しさせていただいて、無事になんか会場入れました謎すぎまーす。イエーイ。コウタです。タイです。今回はタイ在住者が教えるあなたがチェンマイ観光でやるべき11のことというテーマでお話します。それでは行きましょう。Let's get started! 世界中チャンネル。まず最初のおすすめはやっぱりこれ、チェンマイの旧市街に点在する寺院巡り。チェンマイの旧市街はかつてランナー王国の都として栄えた場所だから、歴史的なお寺が700以上残ってるというふうに言われています。ここはね、歩いてるだけで癒されるって感じの旧市街、この四角形に囲まれた街なんですけど、ここにたくさん寺院が点在しています。すごいよね、数が。中でも絶対に訪れてほしいのがワットプラシンというお寺です。これは14世紀に建てられてるんだから、もう歴史を感じるって感じです。ほんとそうですよね。ランナー様式っていうチェンマイ独特の建築様式で建てられた寺院なんですけれども、本当に美しくて見惚れちゃいます。特に黄金に輝く仏塔っていうのは圧巻ですよ。寺院内は静かで厳かな雰囲気で心が落ち着きます。日々の喧騒を忘れてゆっくりと過ごしてみてほしいって感じです。すごすぎるわ。タイヤからじゃない。違うか。あと、もし時間があったらぜひ行ってほしいのがワットプラダットドイステープです。このお寺はチェンマイ旧市街から車で30分、タイのチェンマイにある14世紀に建てられた仏教寺院です。チェンマイで最も重要な寺院の一つであり、仏像、仏塔、寺院、博物館などがあります。観光客もたくさん訪れるタイで最も美しい寺院の一つとされています。大きなお寺が隣に。おー、なんかすごいな。この山すごいわ。行く途中のなんか寺に行く途中の展望台見つけてから来ました。なんかすごい景色や。わー、めっちゃ高い。なかなかすごいで、これは。いいビューですね。すごい。あれが空港かな。すごいですね。この景色。
はい、坂田さん、ここどこですはい、か？ここはワット・プラタート・ドイステープという14世紀に建てられた由緒あるお寺になっています。はーい。北タイでは一番神聖な場所として言われています。めちゃくちゃ、なんか、お寺大量にあったね、車でも。市内からバイクで25分ほどかかりました。はーい。なんか、いっぱい出してる。力いっぱい出してます。レロ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 を出しています。さあちょっとダウンが浮いてますよ。寒いんやもん。で、こちらの方は短パン T シャツ。でもまあ、ちょっと今は、もうだいぶ暖かくなってきて、あれするから、じゃあ、あれするからね。これ。この階段登るってことは、暑くなるはずやから。はい、行きましょう。で、行きます。あ、うわ、いい感じ。いい感じ？めちゃくちゃいい感じです。どうですか？めちゃくちゃいい映像、これ。これさ、ちょっと見て。坊やー、良い子だねしないじゃないこれ。はい、使われます。はい、使われる決定です。多くない？これはいい。完全に。じゃなくて、普通に、池女として歩いてみてもらいます。池女として。池女歩き。先日ね、我々も行ってきましたけど、うん、バイクでね。もう山道ね、どんどん進んでいくわけですね。そうすると、突然寺院が現れると。そう、すごかったよね、なんか。こんなところに寺院あるのと思ったら、突然街のようなね、そう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 。寺院が現れて行くということで、これは本当に美しい仏塔でしたね。行く道中から楽しいよね。特に階段があって、その上にこの竜と、蛇の化身のね、ものがあって、そうそうそう。さすがに多分何百段かあるところなんで、すごいきついですけど、なかなかいい運動っていうか、すごいのが見えてきた。すごいのが見えてきた。はい、すごいのが見えてきました。金ピカが見えてきました。30バーツ払うそうです。タイミさん、フォーリナーバイザチケット、こちらで行きましょう。イエーイ。はい、タイミさん。Hello, two adults. はい、何か食べていますが、そんなことは味は気にしません。気にしーい。はい、食べたい。出ました。危ない、お釣り忘れるとき。シェイシェイと中国人とも会われました。すごいね、これ。日本みたいな。日本のあれと一緒やんな。だからここでこうやってでもユニークな顔してるで。ちょっと止める。そしてちょっと止める。そしてで動いて、行きましょう。すげえぞ、黄金の寺。すごい、キラキラしてるわ。うわ。これさ、この山がめっちゃ寒くて、はい。あれやったけど、さっきの階段で一挙に暑くなった。よかったよかった。ノースリで。あ、でもあれかな、お寺のノースリ上がった。タイミさん、ここは感想を言うところなんだよね。寒さの感想を言うところじゃないんですよ。わかります？このすごいんだよ。見てみ、この黄金のお寺を。この感想を言うところであって、寒さを言うところじゃないんですよ。わかりますか？すごいな、これ。めっちゃ眩しいで。黄金、完全なる黄金。すごい眩しい。そして上にたどり着くと黄金の仏塔があるとすごいよね、あいうことれ。でね、ぜひ行っていただきたいと思います。映えますよ。出たー、黄金の仏塔。多分ガチ金じゃないかと思うけど、この輝きは絶対そうやで。これはすごい。すごいな巻くやつくれた。2個目。紅白に。で、お供え入れてないけど。
ちゃくちゃ綺麗。何ですかこの場所は。すごいね。ワットサイムーンマング。ワットサイムーンマングです。ワットサイムーンマング。すごい。わー。いいな。あー、綺麗。素敵や。めちゃくちゃ綺麗くない？綺麗。最高やん。今天月亮特别圆，看外面今天圆月，好吧？幻想的。すごい。爷爷奶奶现在爱吃。うまや、綺麗。จากตาวติสาสวรรคเทวโลกด้วยทันใดแก้วเทพจากพวกในห้องก็โต๊ะดึงดีปีลำน้ำก่อนนาพญาอินตาเจ้าฟ้าพองกับหมู่เทวดาทั้งหลายก็ลงมาเป็นปาฏิวาลังก้องก็ถือเอายังบาทลังก้องก็เป่าหวยสังทรงเสพปูจาพระพุทธเจ้าก็ลงมาด้วยเครื่องปูจาพระพุทธเจ้าก็มีตนว่าเข้าดอกไม้ลำเตียนก็ลงมาด้วยขันใดเงินก็มีแลอันว่าขันใดคาอันว่ากลุ่มหันกันทำไปยักษ์ทั้งหลายมีเขี้ยวอันแดงนุ่งผ้าอันเหลืองก็มาถือเอาอย่างพระพุทธเจ้าก็เสด็จยืนอยู่นาย ワットシースパンワットシースパン。というお寺、銀寺です。銀寺に来ました。この、 1500年代に作られて、まあ職人の銀細工の職人が作った。そうなんや。銀寺だから銀のなあ。右側にあるだけ。もうさ、ここのほら、外のこの装飾から銀やん。ほら、あすごいで、この屋根、屋根がもう銀でできてるで。ほらほら。すごい。豪華だね。そこら中にほら、銀の装飾が。なんかこうファイヤーマッサージやった。あ、ほんまやな。前あったとこや。見て。ほら、銀の装飾めっちゃついてる。綺麗。銀寺だけあって。門もすごい。完全に銀でできている。すごいです。ほんとだ。かわいい。やんこ。はい。はいで。よし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 。飼われてるの？なんかわいいね。かわいいね。お経が聞こえてきます。50バーツだそうです。50バーツ入るにはいる？あ、あれ、イルミネーションがすごいもんね、ここ。こんな感じで、ゲートがあって、この向こうに銀寺があります。入りますか？ OK。じゃあ入りたいと思います。ここでチケット売り場があるので、チケット買います。1人50バーツ。お、水ももらえる。Excuse me, where do you come from? Japan. Okay. Oh, konbanwa. こんばんは。Excuse me, please. So, once you say once, you can only have 入れません。はい。今日 today? No, no. Never. Never? Woman, never. お、女性は入れない。OK。ということで入りましたよ。めっちゃ綺麗やん。だからあれが見えじゃん、例のプロジェクションマッピングが。もうちょっと後なんね、多分ね、時間。あ、そう。すごい綺麗くない？うわー。
あ、お祈り中今、ほら、あそこで。皆さんがほら。すごい、ガネーシャ見て。シルバーのガネーシャ。うん。マナササッパトサンサッパトサンカマミカマミสีเลนะสีเลนะสมาธินาวันเนี้ยเป็นวันที่คนมารวมเยอะที่สุด No problem No problem Please join Please join Okay say something about this activity you join So welcome all the tourists to the Silver Temple. はい、一通りの儀式が今終わりました。なんかプログラムがいっぱいあるみたいだね、一日のうちに。すごくない？すごいです。すごいエンタメ化されてるよね。エンタメ化がすごいです。お坊さん自体がライブ配信してるライブ配信してるという。おそらく公式ページやっていて、多分そうやんな。こんなことやってますよっていうのをちゃんとブランディング化とか、偉いよね。広報活動をちゃんとしてる。ちゃんとしてるの。はい、肌の露出がダメなので、第2さんは下のこの短パン用の布もらいました。借りました。ここはなんと女性が禁止らしいので、男性の私だけ行ってきたいと思います。動画撮ってきてください。はい。靴を脱ぎまして、黄金がすごいな。おお、お釈迦様が見てくれています。すごい壁画。結構こういった壁画はタイのお寺では見られますね。はい、それでは入ってみましょう。綺麗。やばい装飾や。キラキラや。シャンデリアやで。うん。皆さんお祈りを捧げています。仏教徒がね多いお国柄なので、結構敬虔な信者の方が多いです。柱もめっちゃ豪華です。すごいな。なんかいろんなところにちょいちょい動物がいる。では、貼っていきたいと思います。イエイ。ここに金箔が挟まれてるらしい。ほら。なんか豪華じゃない？金貼るとかすごくない？ね。うん。普段やることないからね。ねえ。これで取るってことか、ペラッと。いいね。おー、金。これをじゃあここに抜けているこの辺に貼ってあげようかな。そうね。どうでしょうか。修復作業してるさ、職人みたいじゃないねえ。さっきそぼったけど。あ、やはったね。こんな感じで。めっちゃ綺麗に貼れる。ほら、上手。なかなかうまくないここの修復は私が担当しました。ちょっと勝手に修復します。修復師なんで。人のやつ勝手に修復をしておきます。ヒラヒラしてるからね。飛んできそうなんで。チャンネル登録お願いします。さて、こうたさん。寺院巡りでちょっとお腹が空いてきました。早いよ、タイミさん。でも、チェンマイに来たら美味しいタイグルメ、これは外せないよね。うん、北タイグルメがねめちゃくちゃ美味しいんですけれども、チェンマイを含む北タイ料理はバンコクとはまたちょっと違って辛さが控えめなんですよね。なので日本人でも食べやすい味付けのものが多いですよ。そしておすすめはココナッツミルクベースのカレー麺、カオソーイ。これがもう絶品。ほんと美味しいよね。麺が絡むとなお良い。何よ。何。熱すぎでしょ。鶏。来ました。
や美味しい。めっちゃ美味しいです。あとスパイスとハーブが香るマッサマンカレーもこれもやばいぜひ試してみてほしいです。これはね、なんと CNN トラベルで、うんなんと全ての料理の中からマッサマンカレーが一番美味しいというふうにね、認定を受けたということで、そうぜひこれも味わっていただきたいと思います。あと出ました。これ出ました。これ出ました。うまい。剣のシワの深さが美味しさのポイントです。ただのココナッツカレーとかそんなんじゃなくて、すごい複雑な味してるっていうかさ、なんか奥が深い。奥が深い、コクのある。コクとはこういうことかっていう。でタイ料理に関してはもういくら時間があっても足りないということで、タイリさん、タイ料理についてはこちらの動画で詳しく紹介しているので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。はい。さあ、お腹も満たされたところでちょっと休憩がてらマッサージなんかどうでしょうか。最高ですね。チェンマイには街の至るところにマッサージ店があるんですけど、おすすめはナイトマーケットで体験できる青空マッサージ。これなかなか日本ではね体験できないんですよね。道の真ん中にそうそうこうマーケットの途中に、椅子が置いてあって、そこでマッサージをしてくれるというですごい青空の下で開放的な雰囲気でマッサージが受けられるということが最高なんだよね。足つぼマッサージとか肩マッサージとか気軽に試せるのもいいよね。めちゃくちゃ気持ちよかったです。プロってました。すごい専門的に見てくれててめっちゃ嬉しいんやけど、ここですねみたいな。痛いところやってくれてます。痛いとこというよりガングリオンに効きそうなところなんか探し出してくれてる感じがする。たった30分400円ぐらい。 450円。ね、すごいね。すごい。びっくりね。明日も行くかもしれません。ね。気軽なマッサージもいいけど、せっかくチェンマイに来たら本格的なタイ古式マッサージも体験してほしいよね。まさにそうです。実はチェンマイってタイ古式マッサージ発祥の地って言われてるんですよ。そうタイ仏教とタイ古式マッサージに深いつながりがあって、街中にはお寺に併設されたマッサージ店、これが多いんです。そして私たちのおすすめは旧市街にあるお寺ワッタサムパオの中にあるマッサージ店。ここは地元の人にも大人気で、本格的なタイ古式マッサージがなんと190バーツで受けれちゃうんです。日本円で880円ぐらいかな。つい昨日も行ってきましたね。行きました。もう常連です。施設は簡素な作りなんだけど、施術してくれるのは経験豊富なベテランセラピストさんたち。全身くまなくほぐされて身も心もリフレッシュできること間違いなし。仕事終わりにしょっちゅう通ってるよね。お寺が、マッサージの職業訓練所だったんですよね。ここに来て主に女性の方がここで学んで、実際に施術をしてということで、手に職をつけるようなためにあるということで、お寺とマッサージ店がセットになっていることがこのチェンマイは非常に多いです。さてここでちょっとマッサージに関するプチノウハウ。タイのマッサージは受ける際チップを渡してあげると喜びます。もちろん強制ではないんですけれども、30バーツとか100バーツとかその間ぐらい、予算と満足度に応じて渡してあげていただくといいかなというふうに思います。そしてタイ伝統芸能に触れてみたいならタイ舞踊鑑賞もおすすめです。優雅で繊細なタイ舞踊は見てるだけでうっとりしちゃいますよね。おすすめの鑑賞スポットはオールドチェンマイカルチャーセンター。本格的なタイ舞踊を豪華なディナーとともに楽しめます。踊ってますよくわからない踊りをひたすら踊ってます。タイの歴史や物語を表現した美しい踊りと衣装は必見です。ちなみにこの世界中チャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてタイの格闘技といえばムエタイ。はい、よろしくお願いします。
お、さすが T シャツ。長島さんです。チェンマイ在住の起業家の方です。おお、すごい。旅か。本格的。せっかくなら体験してみてはいかがでしょうか。私でも大丈夫、痛そうって最初言ってたよね。そうね。こうやってバンテージを巻いてくれています。手を守るために巻いてくれてます。プロのやつみたい。コン先生です。でも初心者向けのレッスンもあるし、戦うことはないからね、全く問題なかったね。で、丁寧に教えてくれるから安心です。キックボクシングと違ってムエタイは肘打ちとか膝蹴りもあるから、なかなか奥が深かったよね。そうそう、全身を使った動きはいい運動になるし、ストレス発散にもなるよね。ちなみにコウタさんおすすめのジムはありますか？私たちが行ったのは2万ヘミンにあるフィットボクシングジム。こちらは1時間みっちりレッスンを受けて1人300バーツっていうのも魅力的だったね。頭混乱するような脳トレ。脳トレだし気持ちいいわ。待ってる間になんか筋トレもさせられるという。そして旅ってアクティブに動いたりするから街歩きが疲れたりするよね。そんな時にはチェンマイでおしゃれカフェ巡り。チェンマイにはおしゃれなカフェがたくさんあります。タイミさんが好きな街の条件の一つとしておしゃれなカフェがあるということですよね。そう、大事。で、街中これがチェンマイはおしゃれカフェだらけって感じですよね。僕たちのお気に入りはノンブアックハードパブリックパークっていう公園の中にあるミニマルカフェ。あの公園緑がいっぱいで池もあって気持ちいいよね。そう、公園の中に緑たっぷりで、しかも池があって噴水もあって、その中でカフェがあるということで、コーヒーも美味しくて Wi-Fi も爆速ということで、観光客はもちろんノマドワークにも最適という感じですね。そうだよね。タイでよく驚かれるのがネット速度の速さだよね。そうそう。100メガを超えることなんか当たり前っていう感じであるからね。他にもたくさんおしゃれなカフェがあるので、ぜひ訪れてみてほしいですね。今日のカフェはこちら、ブルームーンホステルというところに併設したカフェです。結構ここはこの庭がいい感じで、タイミさんこんな感じで選んでおります。ワッフルなどがよくあって、すごいね、これ650円くらい、こんなサイズで。やっぱね、インバウンドに皆さん力を入れたお店です。値段もねそんなに高くなくて、おう持ってきてくれてる。ほら香り持ってきてくれてるけど全然寒くありません。はい、かわいいですね。クリスマスの格好してるやん。なんその根っこなんか美味しいの？めっちゃ食べてるけど。根っこ食べてます。美味しいんそれ。何これ？また旅的な何か。美味しいん。めっちゃ噛んでるやん。なんか人気カフェらしいので入ってみたいと思います。ランチを食べます、ここで。いいね、なんかいい雰囲気だね。大丈夫やったね。混んでなかったね。多分、今1時半ぐらいやから。それぐらいじゃない？もういい雰囲気。のアメリカのほんまやでなあ、クリスマスかある。めっちゃ素敵。コーヒー絶対美味しいパターンじゃんこれ。よかったやん。今日のブレックファースト、ブレッグトースト、クロワッサン、ハムチーズ、ハム&チーズ。ハム&チーズか。ツナサンドイッチ。ハムチーズにしようかな。いいなぁ。ツナサンドも美味しそうやで。こっちはマッシュルームハム&クリームチーズサンドイッチ。クリームチーズ？
見てくれるか？ 1日1個は3%かかりますよ、特に。美味しそう、パイも。中もいい雰囲気やからさ、それもいいなって思ってしまって。いいね。すごいだだっ広くない？お外が。なんかすごい席間の空間が凄まじい。マッシュルームクリームチーズかな、書いてあったやつ。美味しそう。手が込んでる。ねえ、食べてみたいと思います。はみ出ております。絶対味はいいだろ。めっちゃうまい。これ美味しいわ。ちょっと高級店の味してるわ。うん。900円だから日本より高いかもしれないよ。これでこれぐらいで。うん。の、まあまあそうだな。うん。タイやったら2倍ぐらいの。うん。来ました。めっちゃ豪華。ブレックファーストメニュー。まあ昼ですが出してくれました。なかなかサラダもさ、見て。フルーツもたっぷり入ってたりとか、レーズン入ってたり。で、こっちがコーン。で、ベーコンに、スクランブルエッグにパンと自家製のジャム。うん。ストロベリージャムかな。出てたね。ザ・アメリカンブレックファーストですね。優しい味。うん。めっちゃ美味しい、この卵。なんか珍しいね。卵ってあんま変わんなそうだけど。すごいなんか何入ってんのやろ。バター。バターたっぷりっぽい味がしてる。なんか優しい味する。ゴーイングアップカフェというお店に来ました。サンドイッチ屋さんです。はい、来ました。美味しそう。これがパイナップルの入ってるハワイアンでしょ。これだから400円いかないくらいでしょ。で、こっちがクラブサンドかな。クラブサンド。美味しそう。見てこれ。すごい美味しそうなんだけど。ハワイアンだ。ちゃんとパイナップル入ってるし。いってみます。おーっと出ました。これ合格のサインですね。これはこれうまい。めちゃくちゃ美味しい。もしやブロスの再現ですか？ベトナムで大好きなブロスっていう世界一うまいサンドイッチ屋さん。売ってるところが私たちの中で売ってるところがあるんですが、このタイのチェンマイ版ブロスって感じで本当に美味しいです。はい、チキンアボが届きました。めっちゃ美味しそうです。すごくないですか、このアボカドたっぷり感。イエーイ、美味しそうです。はい、では食べてみましょう。はい。チキンアボ。見た目もいいよね。見て、このアボカドのこの甘そうな甘そうな感じするけど。甘そう。だから生クリームっぽい色合いというか。きました。美味しい。これはこれでまた美味しい。まずこれツナみたいなやつがチキンだけど、チキンのミンチみたいなのがたっぷり入ってて、でそこにアボカドがこう乗ってるんだけど、アボカドもめっちゃ新鮮、なんか柔らかくて美味しくて、青臭さとかも全然なくて、めっちゃマッチしてて美味しいです。ちょっとヘルシーっぽい味です。さらにおしゃれな雰囲気を味わいたいなら2万ヘミンエリアもおすすめです。2万ヘミンはおしゃれなブティックやカフェ、レストランが集まるエリアです。なんかヨーロッパに来たみたいな感じだよね。そうそう。歩いてるだけでも楽しいし、夜のホワイトマーケットなんかも魅力的だよね。ちょっとこれ見て。この可愛い顔見て。なんとも言えん顔してる。ほら。猫好きのね。猫好きのタイメさんですから、猫だったら何でも可愛くなってしまうという。めっちゃ可愛い服売ってます。すごい刺繍いっぱい入ってる。可愛い。編みぐるみもあります。可愛いです。クリスマスだからサンタさんに乗ってる。
おしゃれやな。かわいいものいっぱいあるな。かわいいカバンもいっぱいや。何あった？かわいい。何？あ、カゴ？ピアス。ピアス？すごいやん。ちっちゃい。カゴピアス。カゴ、かわいいカゴピアス。おしゃれやな。かわいいんやけど、ゾウさんモチーフのものが多いね。おしゃれカバンに猫ちゃんのなんかとか。かわいい。おしゃれ。いやー、すごいな。いいわ。めっちゃかわいいもんいっぱい売ってるわ。なんやろ、かわいい。女子喜びそうなものが結構いっぱいある。もう歩いてるだけで楽しい。アクセサリー、シルバーアクセサリー。ここはお洋服屋さんや。なんかね、とにかくこのタイとかチェンマイの、このナイトマーケットとかってめっちゃ質が高いんですよ。かわいい。面白い。なんか鉢花瓶売ってます。面白いです。広いなぁ。面白い。しゃれとるな。かわいいイヤリング。おしゃれ。なんや、ここすごいカラフル。かわいい。たまらん。かわいすぎる。にぎやか。楽しい。かわいいです。なんか空間がやばいです。しゃれてます。かわいい。これはいいですね。ほら見て、これとかすごくない？おー。めっちゃタイじゃない？何これ？ああ。ドリン黒ク、の黒ドリンク。めちゃめちゃタイじゃないこれ。脱走タイ。めっちゃタイやん。こっちもほら。いやー、かわいい。マンゴースティキライス作ってる。すごくない？ 1500 バーツ。5000円ぐらい。はい、果物いっぱいです。かわいすぎる。果物いっぱい。何これ？すごない？これで夢のような3500バーツ。3500バーツ1万2000円ぐらいするでしょう。もっとか。とにかく2万はずっとおしゃれです。可愛いお店だらけですよ。わー、何これ？めっちゃ可愛い服売ってんねんけど。すごい。おしゃれ。何ここ？すごくない？コータン。可愛くない？ここ。何この？これいい。むちゃくちゃいいやん。めっちゃムーディーやな。おしゃれ。なんこの空間。めっちゃおしゃれ空間やん。わー、すごいやん。めっちゃ可愛いこの空間。チェンマイは実は山に囲まれているからトレッキングも楽しめちゃうんです。自然いっぱいのチェンマイでトレッキングなんて気持ちよかったよね。おすすめはタイ最高峰のドイ・インタノン国立公園のトレッキングです。これは滝やハイキングコースがあって大自然を満喫できます。本格的なトレッキングだけじゃなくても軽いハイキングコースもあるから初心者でも安心ですよ。そうね、スニーカーで参加できたりするコースもあるんでぜひ参加してみてください。
さあ、タイミさんお待ちかね、チェンマイ周辺には実は象の保護施設というのがいくつかあります。こちらもぜひ行っていただきたいですよね。もうゾウさん大好きです。可愛いです。で、触れるほど近くに感じられる象は迫力満点。我々はパーイっていう町にある保護施設に行ったんだけど、おお。ありました。一緒に歩いたり餌やり体験してとっても楽しかったね。そうそう。おじさんのハプニングとか。おじさんのハプニングね。おじさんがベテランおじさん、なんかよくわからない。餌のやり方を教えてくれて、そうしかも抱きしめられたりしてね。そう。すごい体験ゾウさでしたね。んどうやって抱きしめられるのかみたいなノウハウを教えてくれたりした。こちら詳しくはパーイの動画にアップ予定なので、ぜひ楽しみにしていてください。ちなみにチェンマイからはゾウの保護施設ってどこにあるのかな？チェンマイからだと車で1時間半ぐらいのところにエレファントネイチャーパークっていうのがあるので、そこが有名ですよ。ぜひ一度体験してみてください。ゾウさんとの触れ合いは一生忘れられない思い出になるから、ぜひぜひ行ってみてくださいね。で、お昼もチェンマイとってもいいんですけど、実はチェンマイの魅力っていうのは夜なんです。毎晩どこかで開催されているナイトマーケットは見逃せない。ナイトマーケットは活気があって雰囲気も良くて、歩いてるだけでも楽しいよね。ナイトマーケットは毎日どこかで開かれているけれども、おすすめは週末限定のサタデーマーケットとサンデーマーケット。場所はどこで開かれてるんですか？こちらはサタデーマーケット。これは旧市街のチェンマイ門近くの笑い通りというところで開かれています。毎週土曜日。はい、サタデーナイトマーケットにやってまいりました。こちらは毎週土曜日、笑い通りというチェンマイの道でなんか飛んできた。開催される。なんか飛んできた。どういうことですか？なんか今飛んでポンってどっか行った。はあ、いいかな。後で編集でわかると思います。はい、わかると思います。お、なんかほら見て、冷やしてはるわ。すごい。洋服もあります。タイは洋服が結構ね、安くていいやつ買えるんですよ。だからおすすめです。なんか謎の可愛い、見て、これ何？変な子おる。これも変な子っていうか怪しいあれじゃないですか。やばいやつか。やばいやつ。やばいやつです。やばいやつでした。でかいやつです。でかいやつでした。カラフル可愛い。これベトナムとかでも売ってるやつやん。見てこの可愛さ。何このブサカワな感じ。美味しそう。25。人気です。25バーツ。25バーツ。うん。35。ほら、あそこで入れてるで。美味しいんかな。楽しいね。いろんなのあって。見て、これ木でできたさ、トゥクトゥク。すごいよ。上手にできてる。かわいい。ゾウさんもいっぱい。うん。600円ぐらい。かわいい。ゾウさんポシェット。今出ました。おまぬけのね。ライミさんの好きなおまぬけ。かわいいやんだって。これ何やろ。これ何やろ。なんか見たことないやつ。パワーストーン的なやつ売ってるわ。ポテト。ポテト、これ結構どこでもあるポテトやん。アジア。美味しいんかな。アジアにあ、出ました。クレープや。クレープです。でも写真がないからどんなクレープなんかな。写真ないとわからん。ビジネスが学びますね。うん。カレー。ちゃんと出来上がり状態が分かれば。なあ、そうやんな。カレーあ、これあれや。最高の違い。美味しそう。ほら、あれや。名前はなんかたこ焼きじゃないけど、あ、そう。これ。ジュースはそこに一応ありますね。今やジュース屋さん行こうかな。もうちょっとあっちにもあるよ。あっち行こう。すごい。なんかカニめちゃくちゃでかいのボイルされてます。1個250バーツとか200とか100とか、まあまあ安いのよ。これで900円、450円。すごくない？これとこれの違い何？サイズ？微妙に
微妙にサイズが違う。一緒に見えるな。種類が違う。すごいよ。こりゃすごい。ワンセット900円。すごいね、カニさん。マンゴースムージーを買うことにしました。プラスヨーグルトにしていい？プラスヨーグルト。マンゴー40バーツでプラスヨーグルトで50バーツになるんですって。はい。得意のね、何でもつけちゃおうのね、精神の。50バーツなんで225円ぐらいです。マンゴーヨーグルト50バーツ。さあ行きます。お、すごいよな。1個丸々だろ。3個。え3個やと思う。半個、あ、半個か。でも半個プラスヨーグルトっうん。てことですそれね。でもすごくない？ねご夫婦でやってんのかな。なあ。あ、ヨーグルト来ました。あ、グリーク。多分ちょいいいヨーグルトだと思います。いいやつ使ってくれた。うん。明治ヨーグルトがに結構こっちでは安いです。安いって言っても日本より高いです。そうやな。ヨーグルト自体が高いんで。こんな食べる文化ないんやろな。うん。お砂糖。そして蜂蜜かな、何かな。シロップだな、多分シロップだな。そして氷。出来はよくやってくれています。めっちゃ絞ってるライム。ライム。いただきます。チェンマイで屋台で何か食べてお腹壊したことは私はありません。氷もね、だいたい売ってる氷使ってくれてるんで、あんまりそういうなんかなったことやばいのないよね。合わない人は合わないかもしれないけど。ありがとう。ありがとう。文化。はい、来ました。ありがとう。言ってくれた。じゃあ飲んでみましょう。実食、実飲。うまい。来ました。マジで激うま。もう多分考え尽くされた配分なんやと思う。マンゴーの味もめちゃくちゃしっかりしてるし、ヨーグルトはそんなに感じないんやけど、めっちゃ濃厚で美味しいです。そして毎週日曜日はサンデーマーケット。こちらはターテーモンから始まるラチャダムヌーン通りで開催されます。本当にたくさんのお店が出店していて楽しいよね。そう、お土産探しはもちろん屋台グルメも楽しめちゃうんです。この射的をやることになったそうです。お、なんか当たってる。こうか。無課金おじさんそうやった。当たってんの？めちゃめちゃ簡単。中心いってるよ。マジで？ほんまや、すげえ。無課金おじさんやん。マジで？あ、赤しか言ってないよ。すげえやん。無課金おじさんやん。優秀ちゃうんこれ。まあ無課金だ。ほら、他の無課金おじさんと呼ぶあなたのこと。意外と似合ってるかもしれない。意外と似合ってるかもしれない。意外となんかイマジンじゃない。フォーサピーポーでもないけど、でもないっていう怪しい。ちょっと似合ってないよ。意外とちっちゃいな。レンタロケだ。レンタロケ。レンタロって誰？滝レンタロ。滝レンタロ。もうバカにしてるやろ、滝レンタロ。滝レンタロその色じゃない。もっと黒にしてよ、完全な黒がさ、やっぱさ、ほら怪しい。マフィア。バカにしてるって言ったってことは、滝っぽかったら笑っちゃダメってことだよ。はい、かけます。似合ってる。意外と似合ってる。こっち向いて。これやっぱ中国人みたいな。中国人、うん。似合ってんで。マオカラーの服着たら完璧やで。今気温は25、6度で T シャツでベストって感じですね。ありましたよ、タミさん。パンツ？このパンツはタイミさんが今望んでいる、買いたい言っているやつです。全部綿だと思うよ。もう全部一緒だと思うよ。あ、それ189だって。こっちが100。王道
銅らしいよ。まあ金色の銅、本当かな。あ、まあそういうことだな。ほら、うさぎさん。金の銅のリングが大量にありますよと。宝の山やないか。宝の山。うさぎ。ほらほら。見える？うん。めっちゃ可愛いやん。かわいい。はい、これはたいみさん大好きロティの今作ってもらったら作ってます。バナナ、卵。めちゃくちゃいいやん。うん。美味しそうやな。これはまあうまいんですよ絶対。だって人間のすべての欲望が詰まっています。油、小麦粉、砂糖、一応卵も。お、フライドチキンですね。フライドチキンとフライドポークもこれそうだな。フライドポーク、ベリー、豚バラの揚げ物で、東南アジア恒例のヤシのジュース、ココナッツジュース。ちいかわがあるらしいです。ちいかわが進出してます。ちいかわです。ちいかわって何なの？何のキャラクター？何のってちいかわっていうアニメがあるんですよ。5分ぐらいの。めちゃくちゃ流行ってるんですよ。そうですか。すごい可愛いんですよ。漫画ももちろんある。なるほど。いける？いけますか。はい、行ってみましょう。はい。それがおかしい。そうせざるを得ない。コウタです。タイです。今回はタイチェンマイの移住で地獄宿に泊まってしまったので、その様子とその後、天国宿に引っ越したのでルームツアーをしてみたいと思います。それでは行きましょう。Let's get started! 世界中チャンネル。それでは最初に借りた地獄宿についてお話ししていきます。最初に借りた宿はチェンマイの旧市街にありました。この旧市街という立地自体は本当に最高で、周りにはねお寺がたくさんあって、しかもすぐ近くにはマッサージ屋さんもあって、そうね、美味しいご飯屋さんもいっぱいあるしね、これ自体は最高でした。ただ借りた宿にはいくつか問題がありました。そうだね。私たち夫婦は2人ともパソコンを使って会議をしたりとか、仕事をするので最低でもワンベッドルームは必要だったりするんですよね。そんな宿を借りようとしたんですが、今回の滞在時期がちょうどチェンマイのランタン祭り、これ人が一番集まる時期なんですけど、コムロイというものの祭りに重なっていて、どこも満室状態でいろいろ探した結果、なんとか一つ宿を見つけることができたんですけど、相場からするとかなり値段の高い部屋になってしまったんです。そうやんね。お部屋自体はまあ綺麗だったんですけど、綺麗、とにかく狭かったよね。そう、ベッドルームが一つのみのお部屋で、タイミさんの仕事がこんな感じなんですだから机がないからここで仕事そうせざるを得ないっていうね。はい、そんな感じですよね。机って言ってもちっちゃいこの高さ合ってない机、椅子との高さが合ってない机しかないからね。この我々物件を選ぶた時に結構大事にしてるのが、この共用スペースと呼ばれるなんかね、みんなが使えるプールだったりジムだったり、あとはちょっとしたね、机が置ける場所だったりっていうのを選ぶんですが、選べなかったという感じになります。さらに水回りがこんな感じ。シャワー。さらなる問題点はこれがちょっとぬるい。やっぱそれね、水量を抑えてそれがおかしいんです。水量を抑えたら熱いの出ますよって抑えたってただでさえこんなもう弱いのにさらに抑えるコツがありますシャワーの勢いも弱いし、水はけ悪くてすぐなんか足元びしゃびしゃになるし。そうなのよ、水はけ悪くてなんかシャワー浴びてるとちょっと浮かんできたりするんですよね。ほんまにそれすごい嫌やった。これはタイムさんにはね、特に水回りっていうのは大事ですからね。大事。ジムもプールもないのでジムを契約して通っていました。徒歩2分のところにあって、これはこれで便利だったんだけどね。そう。はい、指紋認証いきます。これで、いつまで契約してるか分かる。すごいですね。料金はこれなんですよ。1日だと120バーツだから、600円ぐらいいかないぐらいか、450円ぐらいで、1週間だと500バーツ2250円、
で我々1ヶ月の1300バーツ、6000近くです。はい。まあまあ高いですね。まあまあしますね。まあまあ3階建てになってます。3階建て。1階にこういう筋肉系、2階がウォーキング系、3階がまた筋肉系。ジムのお値段はちなみに1ヶ月1300バーツ、約5800円でしたね。普通なら宿についてることがまあまああるので、ここでも出費が必要になってきました。そうですね、2人で1万2000円ぐらいですから、まあ結構ね出費だなって感じですね。でもまあ設備はねそれなりに良かったっていうのはありますけどね。そうだね、ジム自体はもう最新の出来たてほやほやだったので、ね、良かったよね。はい、週に1度の洗濯の日です。こんな感じで今日のこのマシンは性能が良さそうな感じです。あ、いいね、最新のものを使っている。なんか靴を脱ぐみたいです。靴を脱いで9キロが40バーツ、14キロ、まあほとんどが9キロで収まるんで40バーツ、ワームだと50バーツという感じらしいです。続いて乾燥は1個しかないみたいで40バーツで14キロだから、まあ、180円ぐらいって感じですね。前みたいなことにならない、ちゃんとなります。あ、言語変えれる。ほら、イングリッシュにできます。いいですね。ちょっとディスプレイは分かりませんが、ほら、24分。はい、では行きますよ。はい、どうぞ。スタート。もう、あ、洗剤入れてない。やってもった。ちょっと外せないの？あ、ここや。あ、急げ急げ急げ。やばいやばい。はい、はい、大体適当な目分量で入れております。ディタージェント上じゃないの？違う。ソフティーなら、お、いけたいけた。絶対勝った。こんなもんでいいやろ。うん、大体や。危なかった。これがタイム3流です。セーフ。タイではこのようにコインランドリーが至る所に街の中にあるので、それを、使うとすごく、安上がりになると。で、街中には1キロ40バーツとか50バーツ、60バーツで、畳んで返してくれるというサービスもあるので、そちらを利用する場合ももちろん OK。で、安く上げたい場合はこういったところでやるのがおすすめです。さて、こうたさん、気になる地獄宿のお値段は？お値段は1ヶ月間10万8000円でした。高すぎる。相場からすると本当にかなり高額です。そうですね。時期が本当に問題でしたよね。宿自体はめちゃくちゃ悪いってわけじゃないんだけど、この価格にしてはやっぱりかなり高いなっていうような宿になっています。そうやんな。普通やったらね、この金額だったらワンベッドルーム、プールジム付き。そうね。最後の方ね、慣れてきたっていうのもあって、そこまで不快ではなかったかなと思いますけどね。でも後ほどご紹介する天国宿との違いがでかすぎると。ほんまにそういう感じですよね。立地がね、すっごい良かったからなんとか1ヶ月我慢できたけどね。でも宿のオーナーさんはすごくいい人で、今たくさんディスってしまって本当にごめんなさいって感じなんですけど、本当にオーナーさんっていうかスタッフさん、店長さんみたいな感じでは優しくて、なんか困ったことあったらすぐ対処してくれたりとかして、そこはすごい良かったなって思いますし、普段の時期じゃなければきっと安くて立地もいいし最高の宿になるんじゃないかなと思います。だから宿が悪いっていうより時期が悪かったということで、1ヶ月でね、我々はこの宿を後にして次の宿を予約という形にしました。次は期待できそうです。チャンネル登録お願いします。さあ、ここでちょっとタイのね宿選びについてお話ししておきましょう。2ヶ月以内の滞在なら Airbnb がおすすめです。これ大体我々普通の人が引くときは大体60日間までノービザで入れるので、大体2ヶ月以内なら Airbnb がおすすめっていう感じだよね。そう。ちなみに1ヶ月以上借りると月割という割引になるので、それもすごくいいですよね。そう、これお得で、例えば3週間泊まるんであれば1ヶ月泊まっちゃった方が安い場合もね、月割によってあるということで、この月割をねちょっとね検索していただきたいと思います。で、大体我々はねいつも Airbnb で宿を予約するようにしています。そうです。
でももし3ヶ月以上泊まりたいというのであれば、現地の不動産屋回ったりとか、コンドミニアムを直接回るという方が圧倒的に安いです。間違いない。で、特にですね、面白いのがレセプションで問い合わせる。そうすると空きがあれば教えてくれるっていう制度があるらしいので、ぜひね、良さそうなコンドミニアム見つけたら空いてるという形でレセプションに行って聞いてみていただければというふうに思います。受付に大体人がいたりするからね、良さそうなマンションとか、コンドミニアムってね。はい。ゴロンした。かわいいね。あー、かわいい、かわいいね。はい。非常に汚れてますが、これから引っ越しの用意をします。明日、チェンマイの別の宿に移ります。そんなわけで、1ヶ月経ったところで、新規一転引っ越しです。まずはパッキングから。1ヶ月分の荷物って意外とかさばるんですよね。また、あゆみさんはね、パッキングの天才ですから。もうパッキングが結構好きでね。これはありがたいですね、私としては。なんかパズルをやっているぐらいの気持ちで、ついつい熱中しながらやってしまいます。はい。ようやくスーツケース3つ、でっかいな3つは一通り入れ終わりまして、はい、かなりすっからかんになりましたね。明日着る服とか、ね、お世話になりました。よかったですね。まずは何といっても立地が良かったです。ね。ああ。へへ。はい、1ヶ月間お世話になった宿もこれにて、退出です。次のところがどうなってるかまたレポートしたいと思います。で、これをパッキングが終わったら移動はグラブタクシーを呼んで荷物を乗せました。はい、今グラブさんをお待ちしています。グラブタクシー。果たしてこの量が乗るのかどうかという疑問はありますが、車種によって全然違うから BYD のように多分大丈夫だと思います。はい、こちらの BYD で行きますんでお手伝いをしてくれるみたいです。さあ、たくさんありますよということで Sorry, many bags. I will not ride. Only her. 荷物を押し込むように積み込んだので、グラブタクシーの運転手さんめっちゃ嫌そうでした。ちょっと怒り気味だったね、最初の方はね。怒ってた。もう違う車呼んでって言われたもん。で、私はね、バイクで現地まで移動しました。乗れないからね、私だけ。ですね。お父さんちょっとお怒り気味なんでバイバイ。はい、さよなら。で、私はね、バイクで現地まで移動しました。乗れないからね、私だけ。ですね。でも、タイミさん途中でね、なんかいろいろ話した。そう、仲良くなったんですよ、最終的には。いろんなその人のお家の写真とかを見せてくれたり、家族の写真見せてくれたりして。私は2人と妻がいました。おー、yes。ส่วนลูกฉัน2คนอยู่ที่แบงคอก。私の2人の子供はバンコクに住んでいます。最終的にはグラブの評価星5つお願いねって言われて。そうなんですよ。これ結構大事で、グラブというのは評価システムがあるので、最後にもし怒ったりすると評価が悪くなっちゃうので、結構優しいドライバーさんが本当に多い。ね、ありがたいね、あれは。最初なんかちょっと怒ってるのかなと思ったら、ちょっと向こうから話しかけてくれて、だんだん盛り上がった。最終的にはニコニコしながら対応してくれたっていう形になりました。はい。ありがとう、運転手さん。お坊さんがドナドナされてます。みんなスマホを使っています。笑ってます。微笑みの国です。お坊さんたちスマホ使ってるってすげえな。めっちゃ笑顔やし。って言ってくれへんのかな。めっちゃ笑っとる。はい、無事に着きました。優しいおじさんでした。Thank you 。5スター。こんな感じ、荷物が大量に。ここらしいです。めっちゃなんか良さそうなお家なんですけど。めっちゃ良さそうなお家に着いたんですけど。楽しみなんですけど、これ。これはプールもある。そうやねん。そして新居に到着。待っていたのはイケてるレセプション。これは天国宿の予感。
いや、外観すごかったよね。うん、なかなかね、もう着いた瞬間、これはいけるんじゃないかっていうね。わーって言ってもたもん。すごいすごいってなって。さあちゃんと予約があるのか、そしてどんな部屋なのか、これが毎回ねドキドキするところです。ちゃんと日にちと合ってますか？日にちなど合ってますか？知らんけど、どうしたらいいか。ここで鍵もらえる。Google マップじゃなかった Google 翻訳で今翻訳してもらって荷物を預かってもらうということでお約束しました。今現在時刻が11時45分で荷物を2時まで預かってもらう。その後にチェックインできるということです。すげえな。やばいやん。こうしたら一挙に天国やで。天国やで。天国と地獄と地獄しかなかったけども天国やでこれは。で、場所はチェンマイで一番おしゃれなエリア、ニマンヘミンという場所からバイクで3分ぐらいのところです。そうですね。ニマンヘミンはカフェやレストラン、お店がたくさんあって本当に便利なんですよね。この新しい宿はバイクがあればね、どこに行くにも便利な場所っていう感じですよね。そう。シャイニングやってや。やらない。かわいいですね。チェックインが14時からだったので、まずはランチに行くことにしました。ランチはニマンヘミンにあるクイッティオ・アンチャンというお店に行きました。ここはバタフライピーというお花の汁と一緒に茹でたライス麺が絶品なんですよ。このバタフライピーっていうのが結構アジアで多くてね、なんか紫色の、お花なんだけど、それと一緒にご飯を炊いたりしてめちゃくちゃおしゃれ。ね、青いご飯であったりとか、あとね、ドリンクもバタフライピーのドリンクもあったりね、いろいろといいよね、これ。じゃあ行きます。めっちゃ青いよ。あっさり美味しい。これ多分この辺のやつとかも一緒に入れて食べるってことかな。でも多分これとこれをブレンドしながら食べるんじゃない？確かに。ちょっとね、こっちは優しい味すぎるから、これとこれがセットだったらより美味しいかも。お好みでという。よかったです。肉がうまい。おお、大事ですね。これでバタピーご飯。おしゃれ。しゃれてます。で、クリスピーポーク。はい、行ってみましょう。おーっと出ました。うまっ。私ご飯派なんでこの方が好き。でこれね、もうインスタ映えもするし、味も美味しかったよね。美味しかった。でこれで1人65バーツ300円という非常に安いお値段でした。めっちゃね、安かったね。ちなみにこの世界中チャンネルは数ヶ月ごとに国を変えて移住している経営者夫婦が世界での暮らしや旅行術、移住しながらの仕事のやり方など世界にまつわる全てをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。お腹も満たされて時間になったので、いよいよチェックインです。はい、ということでここからは皆さんに天国宿のルームツアーをお届けします。早速入ってみましょう。はい、綺麗ですね。綺麗です。なんかいいね。いい感じの。はい、それでは行ってみましょう。ベッドルームが豪華です。見て。おお、なるほどなるほどなるほど。何この装飾は。おお、なるほど。何これ、王様のベッドみたいな。なんかちょっと全体的にちょっと古いんですけど、まあ必要十分なベランダもあるし。ベランダもありますよ。あなたの望んでいた。望んでいたのはここにちゃんとセットがあるかどうかっていうのはないね。そういうのはないけど。お風呂も綺麗です。ほら。おお、ちゃんとこの窓い付き。すごいよ。ちゃんとこれで水も入れることもないし。豪華です。見てください。鏡とか天然で。バスルームも広くてシャワーの水圧もバッチリ。水はけも良かったよね。これが大事。さらにこの宿にはプールやジムまであるんです。プールも完備でございます。だいたいどの季節でも入れるようになっています。あと共用スペースも充実していて、ここも非常に仕事がしやすいんです。そうですね。Wi-Fi も安定してるし、集中して作業ができるスペースがあるのはありがたいよね。そう、我々ね、毎朝起きるとご飯を食べて、でこのパソコンを持ってこの共用スペースに行って仕事をするというのがいつものルーティーンでしたね。そうなんです。でここでお昼になると我々はグラブフードというグラブでフードをお願いしてランチを食べるのがすごく良かったよね。良かった。さてこのコンドミニアムには実は屋上もあるんです。行ってみましょう。今
どうかな、本当は太陽沈んだ瞬間ぐらいが一番素敵な景色だけど、今もまあいいんじゃないかなと思います。楽しみです。ちょっと行ってみたいと思います。それこれ、うん、それちょっとね、開けるのがめんどくさいです。そう、ちょっとね、開けるのが大変です。そうそうですね。なかなかいいやん。そうやろ。そうやん。そうやろ。こんな感じになっています。いいやん。うん。反対側生活の跡が見えますね。住んでるね。あれは多分スタッフなのかわかんないけど住んでますね。小屋に住んでるやん。うん。バナナがちょっと枯れてますけどね。あこれ？あ。うん。すげえ。なかなかいいね。すごい。めっちゃ綺麗や。空ほら良くなってきてる色。いい感じになってきてる。うん。ちょっとピンク。うん。本当はもうちょっと晴れてる日の方が綺麗ですね。でもまあ悪くないですよね。ここが一番チェンマイで大きな幹線道路ですね。はい、これからジムでトレーニングしたいと思います。こんな感じのジムになってます。さあ、かなり作りは簡素ではありますが十分かなというようなものがあります。で、こちらにダンベルがあって、ダンベルのね椅子があって、そして、サイクルマシン、さらにはトレッドミルですねがあると、こういうボクシングをやれますよっていう感じですね。で、あと足りないところがいくつかマシンがあるんで、それは別のジムでトレーニングをするようにしています。基本的にはこうやってます。はい、ダイニーさんがこのトレッドミルをしています。大体これで30分以上、いつもいやいややっています。すごい嫌そうにやっています。来てしまえばね、そんな嫌そうじゃないですけど、来る前が本当に嫌そうになってます。はい、出勤をします。これから出勤というのは下に行って、そこで仕事をするということです。鍵持ったね。はい、でついでに洗濯もしちゃいます。洗濯が下でこんな感じで40バーツを入れて洗濯をする。 20？ 20か。20って書いてあるか。20バーツだ。できた？さてタイムさん、はい。実際この宿に住んでみたわけですが、感想どうでしたか？いや、めっちゃ快適で、お部屋がとにかく広かったからさ、うん、激広ってわけじゃないけど、十分な広さ。まさにワンベッドルームだよね、ワンベッドルームとダイニングキッチンとそのリビングがねついていて、それさえあれば我々は仕事もできるし、誰かね一人がちょっとゴロゴロしてたり寝てる場合も、一方の部屋で、なんかねネットの作業ができる、あるいは会議ができると。あと共用施設もねあるからさ、あれで十分もう仕事成り立つし、そうめちゃくちゃ大事なこの共用施設の Wi-Fi スピードもバッチリやったし、安定してたし、でスタッフさんもさ親切でさ、椅子がさもう少し欲しいって言ったらさすぐ持ってきてくれたり、そういうのもすごい良かったよね。何でもリクエストしてみるとダメな場合もあるけれども結構受け入れてくれる場合もあるので、ぜひねエアビーのオーナーさんとかそのチャットを通してお話ししてみていただければなというふうに思います。本当そうです。さて気になるお値段ですが、さあ行きましょう。この天国宿の1ヶ月の家賃、これは約93,000円でした。イエーイ。前より安くて広くて、綺麗。そうさっきご紹介した地獄宿より安くて広くて、水はけも良くて共用施設がバッチリあって、全てにおいていいということでね。これ時期のね差もあるけど、でも安いよね。安い。
で実はこれはチェンマイの値段からするとかなり高いというのが実情なんですよね。これでも、でこれは短期で借りて Airbnb で借りた場合のお値段ということになります。実は半年から1年以上住むとなると宿のオーナーや不動産会社と直接交渉ができるので、同じ宿が8000バーツ、なんと日本円で3万6000円くらいで借りられるんです。びっくり。やばいよね。これね、我々とたまたま同じ宿の日本人の方と知り合う機会があって、おいくらですかと聞いたらこの値段ということでびっくりしたよね。びっくりした。安ーってなって衝撃的でしたね。で実際長期で借りる場合は1ヶ月1万バーツ、つまり4万5,000円ぐらいあればプールジム付きである程度満足できる宿に泊まれると。そうですよね。ということで、そう考えるとチェンマイってめちゃくちゃ安いよね。そうなんですよね。チェンマイっていうのは本当にいろいろ物価も安いし、こういった家賃も安いので、バンコクよりそういった意味でかなり暮らしやすいかなというふうに思います。コウタです。タイです。今日はチェンマイでかかった1ヶ月の生活費を発表したいと思います。イエーイはい、そんな感じで我々は2024年の11月と12月をチェンマイで過ごしました。もう最高の日々でしたね。最高でした。でその中でじゃあいくら使ったのっていうふうによく聞かれたりするんですね。で今回はこの方、チェンマイのなんと YouTuber 仲間の農ジョブ夫婦さんが1ヶ月どれくらいかかったかっていう動画を撮っておられたので、それに触発されて我々も撮ってみました。ぜひですね、農ジョブ夫婦さんの YouTube は概要欄から見てください。見てください。というわけで、まずこの生活費を発表する前に前提条件をお話ししてみたいと思います。というのは今回ですね、我々2人とも会社を経営しておりまして、会社に関わる経費っていうのがいろいろあるわけですね。で人件費だったりとか、いろんな諸経費、事務所もね、沖縄にありますし、かかってますと。でこういったことは全て除外をしております。完全に生活費のみということですね。で 100% 正確ではないというのをご理解ください。一応、クレジットカードの履歴とか記憶をたどったりとかしながらやっていったけれども、もしかしたら完全正確でない場合があるということはご理解いただければなと思います。世界樹チャンネルでは純粋に2人の生活費だけでいくらかかったのか、早速出しちゃうんですか？出しちゃいましょう。なんとじゃん29万2630円です。なかなか安い感じです。いや我々からしたらめちゃくちゃ安いって感じでしょ。そうだね。東京とかさ住んでた時とかから考えたら相当安いよね。今回ね、前提をお話しすると、全くこの節約したという意識はないです。どっちかというと贅沢に使った感じ。贅沢って遊びまくった感じだよね。もう結構いろんなとこ行きまくってマッサージを受けたりとか、サウナを行ったりとか、温泉遠出したりとか、パーイっていう旅行にも行ったりとか、旅行行ったりしたしな。観光もしまくったしね。それやった中であれだけのお値段っていうのは相当安いなと。そうやな。だからさ、短期で済んだ費用だというふうに考えてもらっていいよね。だから切り詰めようと思えばいくらでもまだ切り詰められるというのが今の現実です。で、内訳にでは入ってまいりたいと思います。はい、それではまずは家関係のお話をしたいと思います。まずはこちら家賃ですね。家賃は9万3000円でした。これは非常に高いと言えます。そうやんな。もうお仲間のチェンマイ仲間に聞いたところだいたい半額以下。そうやな。でしかも同じように3から5万ぐらい？5万ぐらいが多いかなというふうに思います。1万バーツ、4万5千ですけど、だいたいそれくらいあれば、家賃が払えて、しかも、プールとジムがついているというようなところが借りれたりします。安いよな、ほんまはな。我々は2ヶ月かいないということもあって、Airbnb というのを使いました。だからそれだけのお値段で、仕方ないという形でやったけども、次はね、なんか違うやり方でチャレンジしてみたいなと思います。そうやね、直接交渉とかしたら絶対安いよな。そうですね。とはいえですね、我々からしたら水道光熱費無料、ジムプール付き、インターネットも無料ということで、清掃も清掃もあって本当に安いなといったのが実感です。これが同じ日本で借りたら15万、20万、30万、東京だったら30万以上かかるかなというようなお値段ですけども、チェンマイだったら9万3000円で過ごせたということになります。
で続いてこの宿はですね、ジムはついていたんですけどちょっと簡易だったと。そうやな、ちょっとしょぼめの。ちょっとしょぼめのまあご覧になったらね分かると思いますけど、しょぼめなんだったので、私的にはまだ足りないものがあった。ベンチプレスとか、あと各種ねやりたいことがあったので、一部私だけジムに行きました。タイミさんぐらいの運動量だったらそこまで必要なかったけど、私は結構専門的にやったりするので、ジムに通ってそれが大体月に7回、でもこれがですね1回60バーツ270円から80円ぐらいめっちゃ安いよな。のお金なので、1980円とめっちゃ安くない？めっちゃ安い。すごいね。月決めにしたらもっと安いからね。安い。十分なマシーンの数もあった？あった十分なマシンだし、もう俺ら通ってたジムだったでしょ、あそこよりはるかにあった、マシン自体は。そうなんや。すごい広い体育館みたいなところでいいな。そして、洗濯代というのがかかります。これは同じ敷地内、我々のコンドミニアムの敷地内に洗濯機あったもんね。洗濯機と乾燥機があります。でこれが大体洗濯機が20バーツ、で乾燥機が60バーツ、10分いくら10バーツみたいな感じですけど、60バーツかかって、合計が360円ぐらいというのが、1回の洗濯で、大体月に1回から2回やったので合計6回ぐらいやったので、これは2100円、60円。週に1回から2回ってこと？月に1回から2回？週に1回から2回、月に1回2回、めっちゃ洗濯めっちゃしてへん人やんって思われる。週に1回から2回、結構ね我々は貯めて週に1回ぐらいやろうかなというような感じでやっていました。でその中で、このように2100円ということになりました。だからそんなにこれも知れてるよね。洗剤代とかもあるけど、洗剤は後で雑費でかかってないですね。はい、というわけで続いては通信費です。通信費は、SIM カードですね、主に。普通の家のネットは料金に含まれていたので、SIM カードを払いました。これが、SIM 代が300円。これは1回買ったら何ヶ月でも使えるようなやつなんですけど、かかってですね。で、プランが100ギガまでネットが使えます。もちろん番号もいただいて。使い切れないね。使い切れない。もう使いまくりました。これはスピードが15メガに制限されるというプラン、15メガ BPS に制限される。でもYouTube 見たりするのは全然問題ないというものだったので、爆速でもないけど問題ないという感じですね。でこれが月々1800円1人ね。でもっとこれ実は90日のプランだったので我々60日しかいなかったので、本当はもっと月単位にしたら1100円とか200円ぐらいになるような計算です。安いよね。非常にネットは安くて安定しています。でこれもいろんなプランがあるので、もっと早い方がいいっていうんであれば、もうちょっと高かったりとか、あるいはもうちょっとギガ数を減らしたいというんであればもっと安かったりとかいうプランがあったりします。メーカーはディタックというメーカーで、国内日本におけるソフトバンクみたいな存在、第3位の、通信会社で、もう速度エリアとも全く問題ありません。非常に見たことないもんね。タイのネットは安定しているので安心していただければと思います。続いて、これは個人的なものですけど、英会話のオンライン英会話、ネイティブキャンプというのを契約しています。だからこれは6480円月々かかるので、これは普通に固定でかかってきますと。でさらに毎月サブスクですね、やっているのが、Amazon プライム600円、そして YouTube プレミアム200円、1200円、ということで、こちらが、合計1800円かかってくるというのが、我々のものですね。つまりこれで約家に関わるお金というのが10万650円ということになります。これは我々からしたら安いかなというふうに思いますが、いくらでもこの家賃によっては変えることができますよというようなお話です。皆さんがこれぐらいの家賃とかこれぐらいの節約して住みたいなって思ったらそれぐらい全然余裕でできる感じだよね。できる。この半分もいかへん。半分は無理かな。6万ぐらいはいけるだろうなって感じね。6万ぐらいはいけるんじゃん。家賃がそもそもさ4万とかのとこもあるから、もし4万のところにしたらもうすでにそれでさ6万ぐらいやろ。すごいよな。でこのさネイティブキャンプなんて別にみんないらへんからそれ引いたら5万円台も目指せるよね。全然いけると思いますよ。ここまでで。そして次はじゃあフード関係、食費関係に移りたいと思います。これも気になると思います。大体ですね、食費が朝150円ぐらい、これはほとんどがオートミールとヨーグルト
と、あとフルーツ切ってちょっとナッツを混ぜて食べるというのがあって、まあ2人で300円ぐらいの、まあ、予算って言ったらおかしいですけど、そんな形の結果論になりました。なのでまあ1人平均150円、そして、まあ、昼食と夕食はかなり日によって変動があります。そうだね。結構ね、まあ今日は豪華に行こうかっていう時もあれば、いやいやすごく、まあ、節約じゃないですけど、安かったねっていうね、タイ料理とか食べて安かったね、美味しいけど安かったねって時がそうやな。ローカルなところ行ったりもするし、あとなんかちゃんとしたなんかなんだろうな、ちょっと外人向けのレストランとか、高いみたいなね、そういうとこ行ったり、あと会食系でちょっとお金使ったりとかも、会食はまた別のこういう日というので取ってあります。5歳がね。はい。というわけでだいたい平均的に朝食が150円、昼食が600円、夕食が700円というぐらいになっておりまして、だいたいこれ29日と計算しました。まあ、なぜならば、まあ、今日は夕食やめとこうかとかってね、ちょっと昼飯食いすぎたとかね、前の日食いすぎたとかいうことがあったりとか、あと我々たまにファスティングをしているので、今日は1日食べませんと、水だけですという日があったりして、まあ31日のうち2日ぐらいはそれ食べない日があったかなということで、29日で計算しております。というわけで84,100円というのが食費になっています。日本だったらどれぐらいになるかな、1ヶ月食費って。まあだから本当にこれもスタイルによるのね。だからこの食費も84,100円っていうのはもっといくらでも切り詰めることができると。そうやな。だいたいこのご覧になったカオマンガイカオマンガイがだいたい40バーツから50バーツなので、50バーツだとしても225円ぐらい。そうやな。だからローカル食をもし毎日食べたとしたらこれの半分ぐらい、半分で余裕でいけるでしょうね。4万ぐらいでいける、というぐらいもう切り詰めれば安い、特に現地のタイ料理っていうのは安くて美味しい店たくさんあるので、タイ料理がもう大丈夫な方はもうぜひともね、節約しながら美味しいものが食べれるということで楽しいかなと思います。でこれは我々の個人的なものですけど、プロテインというのをね、飲んでおりまして、これを大体ラサダというサイトから買っているんですけど、日本でいうとアマゾンみたいなね、Amazon.com、楽天ですね、そういったもので買っているので、大体月に2人で6000円ぐらいかかっているということで、これは6000円計上しておりますと。その次にサプリというね、ものもあって、これは iHerb ね、我々の愛用してる iHerb とっても便利で、もう世界何十カ国に直接届けてくれる、家までね届けてくれるということで、非常に便利。ただ注意点は、私タイでは買っていません。もっと前の日本であるとか、あるいはここにマレーシアで買ったりしてるんですけど、なぜならばタイだと関税がかかったりするんですね。iHerb 届けてくれますが、何%か結構高い国によって違う関税が取られますということで、タイは2ヶ月分持って行って、そこは普通に消費して、またマレーシア来たらいくらまでっていうのがあったので、そこまでは関税無料なので、こっちで買ったということになって、大体月に1万円ぐらい、鉄分であるとか、プロバイオティクス、乳酸菌であるとか、あとはマルチビタミンですね、そういったものを飲んでいますということですね。これさ、ラサダで買えたりもするんかな。買えない可能性の方が高いんじゃないかな、全く同じものは。あとさ、ほら中島さんが言うさ、タオバオだったらもしかしたらあるの？ないと思う。それないの？アメリカのメーカー会社なので。サプリは無理。そのメーカーがサプリが。そうか。何かっていう、そうで、一応 iHerb はかなり質が高いというふうにお医者さんも推奨しているので、そこはいいかなと思っています。本当に何でもよければ別に地元のドラッグストアでもそうやんな、いっぱい売ってるからな、普通に。という感じです。そして我々の楽しみ、お菓子など時にはね、なんかドリンクですね、甘めのドリンクというのをタイミさんが買ったりしました。私はほとんど買ってないです。で私は基本的に砂糖は食べないんですが、ポテトチップスは食べます。もちろん健康に良くないというのは分かってるんですが、それくらいはいいだろうということで、買っていますということで、大体2人で、週に1回から2回買うかなということで、12回計上して、3,600円計上してる。こんな多分いってないかなというようなところが実感です。でもさ、ほらスイーツ屋さんとか行ったりさ、いやそうなんですよ。だからなぜ12回かというと、これ圧倒的にタイミさんの方が多いんですよ。カフェ行って食べたら、タイミさんの方が多いんです。一挙にそこでお金が。いろんな今画面に多分映ってると思いますが、こういったスイーツ、フルーツスイーツをそういうの食べると1回で500円、700円、1000円ぐらいいっちゃうこともあるからね。ということで、そこは計上しておりますです。
で、続いては水ですね。水はだいたい我々、タイで便利なのが結構街中になんか水汲み所、給水所、5バースとか入れて、6リットルのものを持っていくとウィーンってこう電動で動いて、まさに水の自動販売機みたいなのがあるんですね。でそれを1回汲むと大体25円とか20円とか25円ぐらいかかりますということで、大体毎日やって、うちの敷地内にねあったので、毎日汲みに行って、あれ便利だね、ということでやってました。でたまにコンビニとかスーパーで6リットル、これ大体42バースと43バースとかいろいろあるんですけど、そういったものを買うので大体水代が1500円ぐらいかなというふうに思います。安いね、すごくない？我々お酒飲まないんですけど、お酒飲む方はタイ結構お酒安いので、安いよな、確かに日本よりねお酒好きな方はこちらで、タイで飲んだら抑えられるいろんな種類あるしね、いうことだと思います。というわけで食料関係が10万5200円というふうにかかりました。でこれも人によってはプロテインいらないよとかサプリいらないよとか、あとはもうローカルで十分だよっていうんであれば、これもやはり半額ぐらいにはなるかと思います。ので、今20万これでかかってますけど、合計で10万家関係と通信費も入れて、食費も含めてちょっと楽しみもね、お菓子も入れながらやっても10万で済むということで非常に安いなというふうに思います。さあ続いていきます。大事な我々にとっては移動費ですね、移動に関わるお金です。でこれは主に我々はバイクを買いました。バイク便利やからそうですね、最高ですよ。バイクは本当にもう絶対みんな借りて安全運転で、過去いろんなねバイクに関する動画出してるので、それもご覧いただきたいんですけど、もうバイクが我々の人生を変えた、旅行人生とか移住人生を変えたと言っていいぐらい、楽しい移動生活をさせてもらってると。でしかもちょっと遠出する時なんかはガソリン代200円だけで行って帰ってこれるみたいなねことで、コスト的にも良かったということで、1回目にさチェンマイ住んだ時はさバイク乗らんかった。乗らなかった。で2回目からバイク乗り始めたやん。全然ちゃうくない？だからもう気軽さがね違うんで、バイクタクシーとかグラブタクシーって非常に安いんですけど、それでもやっぱりなんか呼ぶ手間とかねかかったり、ちょっとお金かかるからやめとくかみたいな感じのねことがあったりして、バイクはとてもいいなというふうに思いました。本当に。でこれが1ヶ月3000バーツレンタル費としてかかりますということで、これはいろいろ調べたんですけど安い方だと思います。もしかしたらもっと安いところあるかもしれませんが、これぐらいが標準から下の方の値段だと思います。1万4000円ぐらい。1万4000円ぐらいということになります。で続いてはこれに関するガソリン代ですけど、結構ね燃費がいいので週に1回ぐらいしか入れてないです。いろいろ行きました。そうやな。毎日のように乗っていて、もう今日はあそこ行こうあそこ行こうみたいなね、30分40分行ったりとか、前によっては1時間乗ったりとかしたんですが、週に1回で、大体1回100バーツかかるので、450円かかって、それが4回から、5回行く時もあるかもしれませんが、大体1800円ぐらいかかりました。安いね。という感じです。でもさ、ガソリン代はそんなにさ安いわけじゃないんだよね。ガソリン代は安くないです。な、レートというかは大体あんまり変わらないよね、日本と。だけどそのバイクの燃費の良さというのがあって、結果的に安いということになります。ありがたいね。はい、それで続いて、皆さんもねタクシーとか使うと思いますが、タクシーかたゆみさん1回だけかな使ったソンテユっていうのもねあって、これもなかなかいい体験なので使っていただけたらと思うんですが、タクシーに関してはもうグラブ、最近ボルトとか出てますが、グラブが有名で非常に便利、しかも安いということで、大体初乗りが250円とか300円ぐらいから乗れます。本当に。しかも結構な距離行っても1000円かからないそうやんなっていう感じなんで、安いよな。もう日本のタクシーと比べると3分の1、5分の1ぐらい、10分の1、長距離だと10分の1かもしれないというようなものなんで、ぜひこれもね使っていただきたいんですけど、タクシーは大体平均してそんなに使ってないんですけど、500円ぐらい。空港行き帰りやな。空港行き帰りは入れたよね。空港行き帰りとか、あとちょっとまみちゃんとどっか行ったりとか、ちょっと使ったことがあるので、それ5回分ぐらい大体計上しています。そうすると1回500円もいかないんですけど、500円ぐらいというふうに言っといて、5回でこの2500円ということになっております。つまり移動にかかるお金というのが1万8300円と。安い。これは安いですね。
ので、まあ、このバイク効果というのか、そうやな。いろいろ移動できて、まあ、温泉とかもね、行って2回も行ってね、いろんなお寺とかも行ってよかったなというふうに思うので、こう走った。まあ、これがね、楽しかったですという感じです。そして旅行に行きましたと。まあ、日帰り旅行2回かな、温泉という意味では。で、まあ、お寺30分ぐらいのお寺に行ったりとか、まあ、結構旅行はして、代表的なのがパーイというね、ところ、これまたパーイ動画がありますので、ご覧いただきたいと思います。本当にパーイはおすすめ。最高やった。まあ、パーイの話してるのに。間違えた、温泉って書いてたから温泉見ちゃった。はい。パーイも良かった。何その真顔。パーイ良かった。パーイ良かったですね。パーイ良かった。癒しの場所やった。そう。まあ、パーイは今のね、このタイの最先端スポット、一番ヨーロピアンが集まる場所というふうに言われているので、ぜひ皆さんも行っていただきたいと思います。なんかラブ&ピースな場所。で、さらに、まあ、温泉ですね。温泉も2カ所行って、ドイサケット温泉と三寒ペン温泉というね、これも本当に良かったので行っていただきたいと。で、ここに今、旅費などっていうふうに書いてあるんですが、まあ、パーイにはバス使いましたということで、こちらが1人1400円かかって、行き帰りでですね、3時間の道のり1400円だと結構安いなというふうに思いますが。これパーイさ、バイクで行けないですかって思ってる人いるかもしれんけど、絶対やめた方がいいからね。そんなこと考えてる人あんまりいないと思うんですけど、よっぽどマニアックな人じゃないと。そうか、いないか。だってさ、これバイクで行けばさ、安くなるやんとか思うかもしれへんけど、とんでもないからカーブが凄まじいんで。これまたパーイ動画ありますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。というわけで、2800円という話になります。で、ホテルが7700円のところを泊まりました。これもパーイ動画で見ていただいて素敵なホテルでした。で、ここでもバイクを借りて、だいたい250バーツ。で、さらにまあガソリン代とかもあったので、合計1500円と。で、さらにまあ遊びですね。いろんな遊び、これ1000円しかかかってないって、ほぼ入館料とか行ってないもんね。ほぼ行ってないんですよ。パーイに関しては。何かあった？ゾウさん無料でしょ。で、橋無料でしょ。ゾウさんの餌買ったけど。買ったか。まあだから1000円以内に収まるという感じでね。というわけで、まずゾウさん無料みたいな感じで書いてありますが、まあほぼお金かからず楽しむことができた。キャイパニさんもちょっとね、寄付みたいなのがありましたけど、それも100円以内ぐらいの自由やから、しかもあれは感じで。で、さらにまあいくつかね、配管料がかかるような、ワットプラケオじゃなかった、まあお寺ですね、チェンマイ市内のお寺をいくつか行ったので、それをまあ合計いろいろ含めたら2000円ぐらいという感じで。配管料ほとんどないけどね、あるところがいくつか2個ぐらいしかない。そうですね。で、温泉に関しては1人100バーツが2回かかって、それが2人分なので、だいたい1800円分という形になります。まあこれぐらいでね、ガソリン代含めたら、ガソリン代も多分250円とかだったので、まあランチとかそういうのを抜いたら、もう1人1000円以内で温泉まで行けてしまうっていうね、1時間ぐらいかかるんですけど、いう感じでよかったなと思います。最高ですね。ドイサケット温泉は安かったので、もっと安かったよね。700円という形になります。さあ、これが料理ですね。そして、お待ちかね。何がお待ちかねかっていう感じなんですけど、なんか大好き。はい。我々は、オールドメディシンホスピタルかな、そういった、サウナとあとマッサージといろいろ複合施設、複合癒し施設みたいなのがあって、そこのサウナによく通ってました。スクールだよね、あれでも。まあ、スクールもある、マッサージもある、いろんなことができるというようなところで、ここが1回100バーツ、安すぎる。450円。でも貸してくれるし、そう、何も持ってパレオっていうね、タイムさんのやつで、これまた動画が出てると思いますが、パレオを借りて、これも30バーツ、140円ぐらいかな。なので、まあ、1回だいたい平均して、1人500、まあ、2人行ったんですけど、1人平均515円ぐらい。私は何も450円だけで、水着だけで、でやったという感じで、そうなると、まあ、大体、本当たくさん何回も行ったので、まあ、月に6回ぐらい合計行って、それぐらい行ってるかもしれんな。で、6180円という形になります。まあ、ここは楽しみのお金ですね。旅費だったり、サウナだったり。で、さらにこれもお得なのがみんな大好き、タイ古式マッサージですね。これもぜひ行っていただきたいんですが、これもいろんな動画でご紹介してるんですが、だいたい安いところ、我々が行っていたところは、1時間200バーツなんで900円。
です。で、チップとかね、渡したりするので、だいたいここでは1100円というふうに、計上をしています。で、これはね、私よりも結構、たゆみさんの方が行ったというね、まみちゃんと行ったりとか、一人でなんか本当に疲れた、仕事が詰めの時に、バイクで送って、行ってもらったりとかしたんで、だいたい8回ぐらい合計で、2人で行きましたということで、8800円になります。安いな。はい。でそして結構かかった、これはもちろん問題なく我々にとってはねいいなと思ってやったんですが、交際費がかかります。そうだね、食事ね行ったもんね、何回か。結構日本人の方々で食事会しましょうとか、チェンマイってね面白い場所でいろんなところから人が集まる場所なんですね。私バリ島にいましたとか、あるいはジョージアにいましたとか、いやベトナムにいたんですとかっていう方々が、ちょっとチェンマイ寄ったんでみたいな感じでいろいろ食事会をしてね、非常に楽しい日々を過ごしました。で日本食レストランもいっぱいあるので、そういったところで、皆さんでお酒を飲みながらというようなことをやって、これがだいたい4000円、そんなかかんない日もあるんですけど、かかって4000円って感じですね。でそれでだいたい7回ぐらい、あなたはまみちゃんとかがあったので、7っていう計算してますが、7回ぐらい行って、2万8000円という形で食事会をしました。楽しいですよね。でさらにお得なのがこのカフェですね。そうやな、すごいな。カフェは本当に雰囲気がよく、しかも、東京とかバンコクみたいに混んでいなくて、ネットは爆速で、めちゃくちゃ仕事がしやすい、にもかかわらずこの値段が安いということで、雰囲気もいいし、チェンマイのカフェは本当におすすめです。今もね動画多分いくつか出してくれてると思いますが、おすすめです。でこれはですね、安いと50バーツぐらい、だいたい225円、もちろんもっと安くて、のもローカルが行くようなところはありますけども、我々はだいたい50円バーツぐらいからのところに行ったという感じです。で、平均すると80バーツぐらい、100バーツのところもありますし、50バーツのところもありますので、100バーツ360円ぐらいカフェラテでねかかったかなというような感じです。ブラックコーヒーはもっと安いですね。そうやな。そしてこれが20回ぐらい、結構多めにことあるごとに行った。カフェいろんないっぱいあるからもう行ききられへんぐらいあるからさ、全然行ききれない。ほんまにそうやで。ほんまにそうやで。というわけで、8000円ぐらいかかりましたということで、遊び費、遊行費、交際費、交友関係全般で6万8480円ということで、7万円ぐらい2人で使いました。そうですね。人によってはゼロになるからね、これは。全部。サウナだけ行きますとか6180円、サウナじゃわ、マッサージだけ行きますよ、8800円で行けるから。2人で8800円とかね。そうやな、1人だったら4400円、で家賃とか食事の関係のやつとか全部合わせたら、だから12万ぐらい。一人やったら。結構切り詰めたら、1人っていうと今度は家でシェアできないから、部屋がちょっとかかったりするのかもしれないけど、でも10万でなんとかいけるかと思います。なあ、すごいよな。で雑費がね、例えば引っ越した時に洗剤買ったりとか、食器少し買ったりとか、タイパンツ、これも多分動画で流してくれてると思うんですけど、このタイパンツがね快適、そこじゃないそこじゃない、まずはすごい快適なんだけどってことを説明しないと。すごい快適なんですけど、すぐ破れる。だいたい100バーツ450円ぐらいで買えるんですけど、買えるけどね、股が破けるから。そう股とかポケットとか穴が開いちゃうんですけど、から気をつけてみる。でもすごい快適です。なので3日ぐらい例えば旅行して過ごす分には多分そこまでは壊れないと思うので、すごい快適に歩いたりするかなというふうに思います。涼しいんだよね、あれね。涼しい。もう本当に薄々やし。でさらにはこの時ね、ラッキーと言ったら変ですけれども、保険がクレジットカードで代用できたと。つまり1回日本に帰ってるのでクレジット履歴がまたゼロになったので、でまた出たので3ヶ月間はこのクレジットカード付帯保険でやるということなんでゼロだったんですけど、ここに普段だったら3ヶ月過ぎたら1万5000円ぐらいのノマド保険というのに入っております。だから2人で3万円ぐらいですね。だからさらに3万円ぐらいここに足す形になります。なので合計が今回29万2630円ということで、これが結構遊んだけれどもこういった額になった。とはいえ
11月というのは小室院もあったりして家賃が非常に高かったで、ジムにも通った、新たにねお金を払って結構高い月々6300円ぐらいのところに通った、ということで高かったのでもっとかかってます、なので、これを参考にしていただいてちょっと11月になったら皆さん上がる可能性あるということを考えていただいて、ただ、家賃とかも含めたら全然これより切り詰めることは可能なので、遊び回って30万だというふうに考えていただくといかにこのチェンマイの安さがね、そうやな、何も節約せずにこの金額だからね。節約しようと思ったらもっとほんまにできるもんね。いや全然15万ぐらいいけますからね。そうやな、15万どころじゃないかもね、もうマックスいけば10万ぐらいに収められる人って中にはつわもの出てきそう。2人で10万は無理だろうな。さっきご紹介した農場部夫婦さんはだいたい13万とか14万ぐらいでできましたよっていう話されてるので、結構いいとこ住んでますしね。そう、それやるのにめっちゃ安かったやん、家賃が。だからそういうふうにちゃんと地元で一生懸命探して長くね住んで、地元で契約してということをやったら安くなるかなと思います。というわけで以上、今回はチェンマイでの生活費を大公開とぶっちゃけましたいう形でご紹介させていただきました。ぜひいいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録、なんかね質問とかこういったテーマ取り上げてっていうことがあったら、ぜひコメント欄にも書き込んでいただきたいなというふうに思います。住んだことある人やったらいくらやって教えてほしい。そうですね、これはかかりすぎやって絶対家賃とかね言われると思いますけど、確かにそうなんですね。食費なんかこんないかないっていうふうに思うかもしれませんね。確かにその通りです。こんなに高くなく住めるよって思ってほしいな。そうですね、これ見て高って思わんといてって感じやけど、というわけでまた世界中でお会いしたいと思います。それでは See you around the world。 バイバーイ。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。See you around the world.